背後から忍び寄ってきた夫に私は突き飛ばされた。まさか夫が私とお腹の子を亡き者にしようとしたなんて。あんなに子供を欲しがっていたのに。生まれてくる子供より大切なものがあるの？信じられない。横たわる病院のベッドで忌まわしすぎる仕打ちが私の脳裏に鮮烈に蘇ってきた。私はまさみ、38歳の兼業主婦だ。同い年の夫、勝也と二人暮らし。子供はまだいない。それが長年の私の悩みだ。33歳になった年からもう5年も不妊治療を続けている。原因は夫。どうやらおたまじゃくしちゃんの動きが弱いらしい。とはいえ不妊治療というものは女性側に大きな負担がかかる。仕事をしながらの治療は時間的にも体力的にも辛くて、私の心は何度も折れそうになった。もちろん、経済的にも大きな負担がかかるので、私の実家から援助をしてもらっている。けじめをつけるため、借用の形は取っているけれど、うちの両親は不妊治療にかかるお金を私たちにくれたつもりになっているだろう。その期待に応えるためにも、何としても赤ちゃんを授からないと。私の両親は応援してくれているというのに、夫の親と来たら大違い。まさみさん、あなたまだ赤ちゃんができないの？昔は3年子泣きはされ、なんて言われてたのに、あなたったらのんびりしたものね。姑はそんな風に私を責めてくる。横にいる姑は何も言わないが、同じ思いをしていることは顔を見ればわかる。もう70近くにもなるから、孫の顔を見たい気持ちはわかるが、赤ちゃんができないのは夫のせいなのに。仕事と家事、不妊治療に加えて、義両親からの嫌味で、心が安らぐ暇もない私には、飼い猫のタマだけが癒しだ。タマ、今月も赤ちゃんできなかったよ。こんなに頑張ってるのにね。私が他でこぼせない愚痴を言うと、タマがにゃーっと泣いて、私の頬をペロペロ舐める。慰めてくれるの？ありがとね。それに義実家ではもう一つ悩みがあるのだ。それは最近急激に悪化してきた姑の糖尿病。長年不摂生を続けてきたせいで糖尿病を発症したというのに、姑と来たら反省して生活習慣を改めるどころか、ますます不摂生を加速させている。美味しいもの食べて人生楽しんで、それで何が悪いのよ。楽しむだけ楽しんでぽっくり言ったら、それで本望よ。いっそのこと、本当にぽっくり言ってくれるならこっちだって構わない。だけど万が一ぽっくりできなくて、介護が必要な身の上にでもなったらどうするつもりだ。糖尿病はいろいろな怖い合併症があるというのに、義実家に行くときに私が手土産で持っていくローカロリーの減塩食なんか手を出しやしない。なに？味もろくにしないじゃない。こんなお粗末なものしか持ってこれないの？やだやだ。鬼嫁ってこういう人のことを言うのかしらね。馬詰めのくせに旦那様の実家にろくな手土産すら持ってこないんだから。長引く不妊治療と義実家との関係悪化に、勝也との結婚生活すら疑問に思い始めていた時のことだった。なんと、私の妊娠が判明したのだ。婦人科に行き、この前試した治療の成果を確認していたところでそれが分かった。しかもすでにしっかりと心拍も確認できていて、初期流産の可能性は限りなく低いと。妊娠。やったー、ついに。嬉しい。この上なく嬉しい。病院から家に帰る道のりで思わず踊り出したくなる気持ちをぐっとこらえた。ああ、本当に赤ちゃんができるなんて。これまで辛い治療に耐えてきた甲斐があった。タマー、聞いて聞いて。自宅に戻るなり、私はタマを抱き上げた。タマに弟ができるんだよ。あれ、妹かな？どっちでもいいわ。
私たちの赤ちゃんだもの。猫を抱いたままぐるぐる踊り出した私。カリカリを食べる邪魔をされて怒った玉から猫パンチを食らった。でもその痛みすら嬉しい。私は勝也にこの嬉しいニュースを早く伝えたくてたまらなかった。でも焦っちゃダメ。せっかくの妊娠報告だもの。できるだけ印象的に忘れられない思い出にしなくっちゃ。私は夫の帰宅前に急いで部屋を掃除し、豪華な夕飯を作った。冷凍庫の中に眠っていた頂き物のフォアグラまで引っ張り出した。いつかめでたいことがある時に食べようと思っていたフォアグラ。今日よりめでたい日があるものか。しかし、夫の帰りはいつもより遅かった。お帰り勝也、遅かったのね。ああ、ちょっと実家に寄ってきたんだ。夫は疲れていたはずだが、浮かれていた私はそれには気づかなかった。ねえねえ、ニュースがあるのよ。いいニュースと悪いニュース、どっちを先に聞きたい？私はどこかのアメリカンジョークのような言い方で夫に聞いた。どっちでもいいよ。そう？じゃあ悪いニュースからね。今日の夕飯、とっておきのフォアグラをステーキにしようとしたら、なんと丸焦げになっちゃいました。きっと浮かれていたからなのね。あれ？怒るか笑うかするかと思っていたが、夫は無表情のままだった。じゃあ次はいいニュースね。いいニュースの方は、じゃじゃーん！なんと妊娠がわかりました！私は今度こそ夫が、本当？やった！すごいぞ！とうとう俺もパパだ！嬉しい！と叫ぶかと思った。しかし夫は黙り込んだままだ。どうしたの？妊娠の意味がわからないのだろうか。あ、もしかしたら妊娠じゃなくて人参と聞き間違えたかも？勝也、人参じゃなくてね、妊娠。すると夫は言った。俺もいいニュースと悪いニュースを言っていいか？いいよ、もちろん。すると夫はとんでもない事態を報告してきたのだ。まず悪いニュース。母さんが糖尿病の合併症で失明した。私は驚愕した。姑が失明？まさか。でもある意味当然だ。だってあんな不摂生を繰り返してきたのだから。でもそれにしたって失明とは。私が衝撃を受けている間に、夫はもう一つのニュースを口にした。いいニュースの方は、今日同居を決めてきた。同居してお前が母さんの介護をしてくれ。なんと夫はいきなり同居と私が介護することを義実家で決めてきたというのだ。それのどこがいいニュースだっていうのよ。あの姑を介護？しかも同居して？冗談じゃない。お母さんとは同居なんてできないわよ。ただでさえ気が合わないのに。しかも目が見えなくなって私に介護しろですって？絶対に嫌。私は妊娠してこれから子供が生まれるのよ。あなたも私もこれからは生まれてくる子供に責任があるんだから。すると夫はあろうことかこう返してきた。子供？ああ、子供か。しまったな。まったくどうしてこんな時に。仕方がないな。子供は諦めてくれ。はぁ？5年間も辛い不妊治療をして、せっかく妊娠したのに、夫はその子供を諦めろというのか？そんな、ひどい。やっとの思いで妊娠したのに。その子供を諦めろっていうの？ずっと嫁いびりをしてきたお母さんの介護をするために？信じられない。だって仕方がないだろ？母さんの目がもう見えないんだから。お父さんだっているんじゃないの？お父さんが主に介護して足りない分はヘルパーさんとか頼めばいいわ。介護保険の手続きとかは勝也がすればいいし、私だって手伝うわよ。私は精一杯の妥協をして提案したつもりだった。
しかし夫は取り合おうともしない。はぁ？お前は母さんの世話を他人に任せようっていうのか？身内が介護した方がいいに決まってるじゃないか。それに介護は女の仕事だし、そしたらお前が介護するより他にないじゃないか。介護が女の仕事なんて誰が決めたんだ？介護は男女に関わらず実子の役目じゃないか。とにかく、絶対子供は諦めませんからね。同居も介護も断じて拒否します。その後も夫は何度も私を説得しようとしてきたが、私は頑として断った。さすがに姑が失明となれば少しは同情するが、それとこれとは別の話だ。同居は絶対にしない。姑の介護もしない。子供は絶対に諦めない。てこでも動こうとしない私に夫は困り果てたらしい。そして夫の脳裏に恐ろしい考えが浮かび始めたのだ。どうして妻は同居と介護を承諾してくれないのか。どうして自分の頼みを聞いてくれないのか。それは今、妻が妊娠しているからだ。妻が妊娠しなくなれば同居と介護を受け入れるに違いない。会社帰りの新月の暗い夜だった。電車を降り、地下道を通って自宅を目指していた私は、下り階段で手提げバッグを落とし、それを拾い上げようと腰をかがめた。その時、人の気配がした。周囲には誰もいなかったはずなのに、と思った瞬間、背中を押される柔らかな感触があった。すっと前のめりになる。段差の角がストップモーションのようにゆっくり目の前に近づく。あ、倒れてる。お腹への衝撃を避けようと反射的に背を向けた私の目に見覚えのある顔がはっきり見えた。私は悲鳴を上げながら階段を落ちた。まさか夫が、私とお腹の子を亡き者にしようとしたなんて。薄れゆく意識の中で絶望のどん底に落とされた気がした。通りがかった人が倒れている私を見つけ、すぐに救急車を呼んでくれたらしい。私は直ちに病院に運ばれた。幸い子供は無事だった。しかし私は骨折。入院を余儀なくされた。私の証言で夫が犯行に関与した疑いが強まり、警察で取り調べを受けているという。私の両親が病院へすっ飛んできて事情を知り、怒りを爆発させた。そりゃあそうだ。自分の娘が配偶者から怪我をさせられて黙っているような親はそうそういないだろう。しかもそれがこれから生まれてくる自分の孫を亡き者にしようとするための所業だったなら怒りは倍増だ。私は退院後、両親に付き添われて実家に帰り、弁護士経由で夫に離婚届を叩きつけた。一旦保釈された夫は離婚のことを知り、慌てて電話をかけてきた。おい、離婚なんて嘘だろ？ちょっと押したぐらいで。ちょっと押したぐらい？よくそんなこと言えるわね。自分の妻と子を亡き者にしようだなんて、本当に恐ろしい人だわ。誤解だよ。まさか本当に落ちるとは思わなかったんだ。びっくりさせるだけのつもりが。背後から突き飛ばしておいて、それでびっくりだけで済むはずはない。夫の言い訳など全く信用できず。言い訳は警察にしてちょうだい。私は弁護士に頼んで、あなたを傷害罪で告訴するつもりだから。離婚の慰謝料請求についても弁護士と話し合ってね。私はもうあなたと会う気はないわ。また突き飛ばされちゃ叶わないもの。私が一気にまくし立てると、夫は声を震わせ。母さんの介護はどうするんだ？母さんの目はもう見えないんだぞ。お前が介護しなくちゃ誰がやるんだ？そんなの知らないわよ。お父さんでもあなたでも好きな人が介護すれば？大体失明したのだって自業自得よ。お母さんはずっとぽっくり言ったらそれで本望って言ってたじゃない。お望み通りぽっくり言ってもらったら？反論もできず黙り込んだ夫に私は言葉を続けた。あと、私の父があなたに貸し付けていた借金も弁護士から返還請求をしてもらう予定だから。返済用のお金を用意しておいてちょうだいね。
これまで私の両親が援助してくれていた不妊治療費は、けじめをつけるために贈与ではなく貸付という形をとり、父と夫の間で借用書を取り交わしていたのだ。将来的に相続が発生した時に清算する予定だったのだが、離婚となった今、父が夫に金を貸し続ける理由などどこにもない。子供を授かるためのお金だったのに、その子供をいらないと夫自身が宣言したのだから、なおのことだ。ああ、私への慰謝料と子供の養育費は別だからね。そっちの金も用意しておいてね。子供は諦めるんじゃなかったのか？この後に及んでも、夫はまだ妄言を吐いている。誰がそんなこと言った？産むに決まってるでしょ？父親が誰であろうと、私の子には違いないんだから。大変な目にあったけれど、赤ちゃんはしっかり私のお腹にしがみついてくれているんだから。きっと元気な子供が生まれてくるわ。あなたはその顔を見ることもできないでしょうけどね。その後、私と夫は離婚した。夫は警察の取り調べで、あいつが母さんの介護をしようとしないから、なんて叫んで、ますます心象を悪くしているらしい。おそらく執行猶予がつくだろうというのが弁護士の見解だが、前科者になることは免れない。会社もクビになるだろうし、すでにリタイアした舅と目の見えない姑、前科持ちの夫との3人で、これからどうやって暮らしていくのか見ものだ。私への慰謝料と養育費、そして借金返済は、貯金のない夫の代わりに義両親が一括で支払うこととなった。そのために自宅も売却したそうだ。目が見えない姑にとっては階段のある一戸建てよりも小さなアパートの方がよっぽど暮らしやすいだろうから、かえって介護しやすいんじゃないかと思う。まあ、姑の介護のことなんてもう離婚したら私にとってはどうでもいいことだけれども。私は実家でのんびりと妊婦ライフを楽しんでいる。自宅から連れ帰ってきた猫の玉もだんだん大きくなる私のお腹が珍しいようで、よくお腹をツンツンしている。タマ、赤ちゃんが生まれたらあなたはお兄ちゃんよ。弟か妹に優しくしてあげてね。タマは、了解した、とでも言いたげににゃーと泣く。生まれてきた赤ちゃんには私とタマで2人分の愛情を目いっぱい注いであげよう。父親が誰であろうと、望んで、やっと私のところにやってきてくれた子供なんだから。結婚式出席するのやめてくんない？あんた中卒だろ？恥ずかしいんだよ。まさか実の息子にこんなことを言われるとは思ってもみなかった。私の育て方がいけなかったのか、私が中卒であることがダメなのか、それとも息子がおかしくなってしまったのか。頭が真っ白になるとともに、バチンと何かが弾ける音がしたような気がした。私は朝子。今年で45歳になる。私の人生はまさに、波乱万丈という言葉が似合うと言っていいだろう。私が7歳の時、両親が不慮の事故でこの世を去った。自転車の自損事故で、私が病院に着いた時には、もう息を引き取った後だった。その時のことは、正直あまり覚えていない。悲しいという感情よりも、取り残された喪失感の方が大きかったような気がする。お葬式や納骨も祖父母や親戚がやってくれていたので、私はただ座っているだけだった。父に買ってもらった人形を抱いて、母に作ってもらった髪飾りをつけて、ただ置物のように座っていた。そして私は、おじおば夫婦に引き取られた。そんなに接点のなかったおじ夫婦との同居に、正直気まずい思いだった。実の両親のように接するなどできず、おじ夫婦との距離はどんどん離れていくばかり。さらにおじ夫婦の仲は悪く、家庭内はいつも倹約状態。育ててもらってありがたかったが、居心地は最悪だった。この家を早く出たい。そして中学を卒業するタイミングで決断した。
私は高校に進学することをやめ、中卒で就職することを決めたのだった。おじ夫婦は私が家を出ることに少しほっとした様子だった。就職したのはとある工場。そこに決めたのは中卒で雇ってくれることに加え、住み込みで寮に入れることからだった。工場での仕事は部品を仕分けする作業もあれば、荷物を積み下ろしたりする重労働もあり、毎日ヘトヘトだった。そんな職場で、私は夫に出会った。私の仕事上の先輩だった2歳年上の夫。朝子さんはいつも頑張ってるね。当時16歳の私は、褒められることがこんなに嬉しいことだとは知らなかった。思えば、学校の先生にもおじ夫婦にもあまり褒められたことがなかった。すぐに親しくなり、交際へ発展。私が20歳になったのを機に入籍。いつも一人ぼっちだった私を、夫は心から愛してくれ、いつも一緒にいてくれた。義父母も中卒の私を馬鹿にせず、大変だったわね。よく頑張ったわね。と言ってくれる優しい人たちだった。そしてその1年後に長男であるヒロトを授かり、出産した。しかし産後、私の体調はなかなか戻らなかった。立ちくらみやめまいを起こすことが増えてしまい、工場内での作業は難しい。事務仕事に切り替えようと会社に掛け合ったが、当時は空きがなく、申し訳ないが対応できないと言われてしまい、私は悩んだ。別支社への転勤も提案されたが、家から1時間以上もかかるところ、幼いヒロトを抱えながら通勤するのは困難。私は夫と相談して、8年勤めた職場を退職した。朝子は今までずっと頑張ってきたんだ。ゆっくり休めばいいよ。その代わり、俺が働くからさ。夫はその言葉の通り、バリバリ働いていた。それだけではなく、体調の悪い私を気遣い、育児や家事も積極的にやってくれた。そんな夫は、ヒロトが4歳の時に、病に倒れこの世を去ってしまった。喪失感よりも先に私は、責任感の方が強くあった。夫がいなくなったのだから、私が一人でヒロトを育てていかなければいけない。すぐに再就職先を探し始めた。しかし、中卒の私を雇ってくれるところなど、どこにもなかった。スキルや資格もない私は途方に暮れた。職業訓練や資格学校で何か取得してから就職活動をすれば何か違っていたのかもしれないが、あの頃はヒロトを育てることで頭がいっぱいで、なんとか働き口を探すことで必死だった。正社員やフルタイムは難しいけれど、パートならということで、食品工場で製品の検品をする今の職場で働かせてもらっている。パート代と母子手当や児童手当、それに夫の遺産などでなんとか生活していけた。ちょうど家を建てたばかりで、住宅ローンが断信により免除になったことが大きかった。義父母は金銭的な援助を申し出てくれたが、彼らだって余裕があるわけではない。私は丁重にお断りした。私と夫を優しく見守り続けてくれた優しい義両親。老後はお金の心配などせずに安泰に暮らしてほしかったのだ。ヒロトと二人で生きていくことを決意した。それからの私は、ヒロトのために生きてきたと言っても過言ではないだろう。ヒロトに貧しい思いをさせたくない。寂しい思いをさせたくない。野球を見に行きたいと言えば、一緒にプロ野球を見に行ったし、塾へ行きたいと言えば通わせてやった。ヒロトのやりたいこと、ためになることは何でもさせてあげたいと思ったし、そのためのお金や時間は惜しまない。父親のいない分、精一杯愛してやりたい。その一心だった。そして私はパートの傍ら内職も行い、わずかではあるがお金を稼いでいた。塵も積もれば山となるというが、本当にその通りだ。15年続けた内職で300万も貯まったのだから。ヒロトが大学へ進学したいと言った時も、
夫の遺産とこれまでの蓄えで何とか進ませることができた。しかし何よりも、ヒロトの優秀さのおかげで、給付型の奨学金をもらえたことが大きかっただろう。すごいわね、ヒロト。私は息子を精一杯褒めてやった。ヒロトは照れくさそうな顔をしていた。それからも、大学の成績優秀者に選ばれ表彰されたり、自身の研究論文が高い評価を受けたりしたことで自信がついたのだろう。それはとてもいいことだと思う。しかしながらヒロトは、だんだんと違った方向へ変わっていった。あいつ、俺より成績が悪いくせに生意気なんだよな。世の中、バカばっかりだな。周囲を馬鹿にしたり、蔑んだりする態度が目立つようになった。自分に自信がついたことと同時に、傲慢さも得てしまったようだ。ヒロト、そんなこと言ってはいけないよ。母さん、世の中、頭の良さが全てなんだよ。そういう人の言葉が一番正しいの。母親の私にすら、そんな態度をするようになっていった。まだまだ子供だし、多少の傲慢さは仕方ないだろう。そう思っていたのだが、彼はもっとおかしな方向へと動いていった。そういえば、父さんと母さんってどこの大学なの？とある日の夕食の時に、ヒロトが私に聞いてきた。亡くなったお父さんは高卒で、私は中卒よ。だから大学なんて通ってないの。え？中卒？ありえねえ。この時代に中卒？ヒロトは目を丸くして、愕然としたような顔をした。今まで自分や夫の過去を話すことはなかったので、ヒロトは私たち夫婦の学歴など知らなかったのだろう。しかしそんなに驚くようなことだろうか。ヒロトが私を心底侮蔑するような目で見てきたことは今でも忘れられない。俺、母さんのことをもう母親だとは思えないわ。バカな中卒のくせにさ、なんで俺に指図できるの？その言葉に、今度は私の方が愕然とした。ヒロト、なんて口を聞くの？うるさいな。黙ってるよ、中卒のくせに。ヒロトの怒鳴り声が家中に響く。それからのヒロトは、断るごとに何度も繰り返し、中卒である私を馬鹿にするような態度だった。中卒だから、ろくな仕事もできなかったの？この時代に高校も出てないって、相当やばいと思うんだけどさ、どう思う？大卒で優秀な俺が羨ましいでしょ。最初は厳しく諌めていた私。しかしヒロトは、中卒の指図は受けないと一貫した態度で、次第に私は何も言わなくなった。そしてヒロトは就職と同時に家を出て行った。たまに連絡をしてもそっけない態度で電話を切られてしまうので、私は自分からあまり接触しないようにしていた。いつか自分の過ちに気づくだろう。そう思っていたのだが、そんなある日のこと、珍しくヒロトから連絡が来た。家に行ってもいいか？という、私は久しぶりの息子の来訪に嬉しくて快諾した。家にいた時はブスッとしていたヒロトは、ほがらかな顔をして我が家へやってきた。横には綺麗な女性を連れて、こちら、笹川リーさん。会社の先輩で同じエリートコースの部署なんだ。俺たち、結婚しようと思ってるんだ。ヒロトの突然の報告に私は、驚きながらも嬉しさでいっぱいだった。そうなの。おめでとう。お母さんはじめまして。今後ともよろしくお願いします。リエさんは緊張しているようで、少し硬い表情だった。リエさん、いいんだよ。そんなにかしこまらなくて。そうよ。これからよろしくね。はい、お母さん。私が優しく笑って言うと、リエさんは緊張がほぐれたようで、安心したような笑顔を見せてくれた。その日は軽い挨拶を済ませて、ヒロトたちは帰っていった。あのヒロトが結婚。私は嬉しくて仕方がなかった。少し疎遠になっていたけれど、ヒロトは大切な夫の忘れがたみ。どんなに悪態をつかれても、けなされても、やはり私の大切な息子だった。それに今日ヒロトを見ていると、これまでのことを反省して改心したのだろうか。私への態度も普通だったし、
なんだか普通の親子に戻れたような気がした。しかし、それは間違いだった。その日のうちにヒロトから電話があった。リエさんに余計なこと言うなよ。余計なことって何？あんたが中卒だとか、恥ずかしい仕事してることとかだよ。ヒロトは私のことを、母さんではなく、あんたと呼ぶようになっていた。改心した。というのは私の勘違いだったようだ。あのね、ヒロト。そういう考えは良くないよ。うるさいな。学歴が低いと説得力がないな。中卒は黙ってろよ。電話は物理と切られた。ヒロトは何も変わっていない。それどころか、さらに母親を馬鹿にするようになっていたのだ。子育てのどこを失敗したというのだろう。電話の受話器を持ったまま、私は絶望の淵に立たされたような思いだった。お母さん、内職で編み物されているんですか？そんなある日、リエさんが我が家に遊びに来た時に、リビングの毛糸の束を見て言った。まあね、下手の横好きみたいなものよ。でも、お仕事でやっているなんてすごいです。私も編み物やってみたいんですけど、不器用で。あら、教えてあげるわよ。本当ですか？嬉しい。他人にすごいと言われたのは何年ぶりだろうか。私はかつて夫が生きていた頃の懐かしい感覚を思い出した。私とリエさんは個人的に連絡を取るようになり、二人で編み物をしたり、洋裁店巡りをしたりした。本当の娘のように感じた。リエさんは気遣いができる優しい女性だ。結婚式、楽しみですね。仲良くなればなるほど、リエさんの人の良さに心苦しくなった。息子と結婚して大丈夫だろうか。息子は、実の母親を中卒と言って馬鹿にするような男だ。母親への態度はいずれ自分の妻へ向くという。リエさんの前では優しい態度のヒロト。しかしその裏の顔があることは私しか知らない。このことをリエさんに話すべきだろうか。しかし息子の幸せを壊すことが母親としてやっていいのか。私は毎日胃の痛い思いだった。さ、結婚式出席するの、やっぱやめてくんない？結婚式が約2週間後に迫っているにもかかわらず、ヒロトは家にやってきてそんなことを言い出した。何言ってるの？あんた中卒だろ。恥ずかしいんだよ。代わりに、高学歴なおじさんたちを両親席に座らせたいからさ。あのね、おじさん夫婦はあなたの親じゃないんだから、無理に決まってるでしょ。何度も言わせるなよ。俺に恥かかせるなよ。もう絶縁してくれよ。中卒が母親なんて、俺の人生の汚点だよ。その言葉で私の中の何かが、物理と切れた音がした。こんな考えを持った人に何を言っても無駄。もう息子とは思えないおぞましさがそこにあった。そう、わかったわ。もうあなたを息子と思うのはやめるわ。それでいいわね。私は冷静にヒロトにそう言った。偉そうに。まあいいけど。ヒロトは私の言葉を鼻で笑うような態度だった。それじゃあ私からリエさんに連絡するわね。え？いやいいよ。俺から連絡するから。いいえ。私からはっきり事情を話します。やめろって。勝手なことするなよ。おろおろしながら怒鳴るヒロトを私は無視した。あ、リエさん、私です。お母さん、どうされました？ヒロトがね、私に結婚式に出席してほしくないって言うのよ。だから私は欠席させてもらうわね。え？どういうことですか？中卒の母親が恥ずかしいんですって。私が言うことじゃないのかもしれないけれど、こんなに差別的な人と結婚して大丈夫？電話越しのリエさんが絶句しているのが分かった。てめえ、何勝手なこと抜かしてるんだよ。ヒロトの乱暴な声が響いた。私は無表情でヒロトを眺める。貸せよ。そう言ってヒロトは受話器を奪い取った。リエさん、これは違うんだ。ヒロトくん、あなたって人は。そう言ってリエさんに電話を物理と切られたようだった。ヒロトは放心状態といった様子で、
受話器を持ったまま立ち尽くしていた。悪いけど、ここは私の家よ。早く出て行ってちょうだい。そんな状態のヒロトを追い出すのも全くためらいがなかった。そんなことがあってからしばらくしたとき、リエさんがご家族を連れて我が家を訪ねてきた。ちょうどヒロトが我が家で自分の荷物を整理しているタイミングで、私があなたのものを全部捨てると宣言すると、ヒロトは飛んで実家に帰ってきたのだった。突然のリエさんの訪問に目を丸くするヒロト。リエさんは大事な話をしたいということだったので、ご家族と一緒に席に着いてもらった。知らなかったのかしら。てっきり知ってるつもりで自分からわざわざ言わなかったけれど、私も中卒なの。リエさんはヒロトよりも2歳年上。先輩だったことから、学歴や身の上話などを今まで深くしなかったようだ。ヒロトは先輩で仕事ができるリエさんを自分と同じ大卒だと思い込んでいたようだ。リエさんは幼くして父親を亡くし、中学1年生の時に母親をも亡くしたことで、その後祖父母に育てられたという。しかし祖父母はその時にはすでに70を超えており、金銭面から就職を選んだそう。幸い勤めている今の会社の理解があったようで、中卒ということにコンプレックスがあったリエさんを気遣って、高卒や大卒の方と同じように接してくれたという。その祖父母もすでに他界しており、結婚式には叔父夫婦が出席することは事前に伝えられていた。あなたがあんなに差別主義者だったなんてびっくりだわ。リエさんは冷静に語っていたが、その言葉は怒りに満ちていた。隣に座っていたリエさんの叔父や叔母も同じだったようで、リエさんの叔父は、君はとんでもない人間だな。育ててくれた母親を愚弄して、恥ずかしいと思わないのか。君は誰のおかげでここまで来られたんだ。どうしてそのことに気づかないんだ。と説教をしていた。今まで他人に叱られたことがなかったヒロトは、しょんぼりとした態度だ。リエさんはその様子を、ただ冷たい目で見ているだけ。私、あなたとの結婚なんて考えられない。破談にしてください。リエさんは、ヒロトにはっきりとそう宣言した。破談って、ちょっと待ってくれよ。ヒロトはリエさんにすがるように迫った。俺は、お前のことを愛しているんだ。そんなこと言わないでくれよ。そこにリエさんの叔父が立ちふさがる。ヒロト君、往生際の悪いことはやめなさい。私からもお願いするよ。君みたいな人に嫁がせるわけにはいかないんだ。本当に申し訳ないが、この結婚を破談とさせてください。挙式の費用はどうするんだよ。今更キャンセル料なんて。半分は私が払おう。残り半分はもちろん自分で払いなさい。リエさんの叔父がきっぱり言うと、ヒロトはその場で呆然とし、うつろな目をしているだけだった。ごめんなさいね。今まで黙っていて。お母さんが謝らないでくださいよ。あ、もうお母さんって呼ぶのは違いますよね。あさこさんって呼んでもいいですか？あさこさんと編み物するのとても楽しいんです。だから今後も編み物を教えていただきたいんです。ええ、もちろんよ。私はヒロトとリエさんが別れた後も交流を続けていた。しかし、ヒロトとの接触は拒否した。母さん、ごめん、俺。ヒロト、世の中にはね、取り返しのつかないことがあるのよ。私はもう、息子は死んだと思うことにしているの。だからあなたは、私の中ではもう他人よ。母さん、そんなこと言わないで。もう母さんなんて呼ばないでね。私の息子じゃないんだから。ヒロトはその場で泣き崩れた。愛する婚約者にも、実の母親にも見捨てられたヒロト。しかしそんな姿を見ても、かわいそうなどという思いは微塵も湧いてこない。あるのは、無という感情だけだった。数年後。あら、リエさん。お久しぶりね。あさこさん、お久しぶりです。リエさんはあの破談の後、死者を移動してしまったので、私たちはたまにしか会えなくなっていた。今はその土地で知り合った男性と真剣交際をしているという。結婚も視野に入れているんですけど、ゆっくり考えていこうかなと思って。そうね。その方がいいわ。そういえば、ヒロトさんのことなんですけど。
私はリエさんからずっと連絡を取っていないヒロトの近況を聞くことができた。ヒロトは、あの破談の理由が社内で広まってしまい、会社で完全に孤立してしまったという。育ててくれた母親を罵倒する最低な人間。人間性を信用できないということで、仕事を任せてもらえなくなり、官職へと回されたとか。そりゃ、あんなことを平気で言う人間、誰も関わりたくないだろう。お母さんにひどいことを言ったって、ずいぶん後悔しているようです。そうなの？私はもう他人だから、どうでもいいんだけどね。今頃になって気づくなんて、本当にかわいそうな人です。リエさんに、我が息子のことをそんな風に言われても、なんだか人事のようで、あまり実感が湧かなかった。実はあれからヒロトが一度だけ、我が家を訪ねてきたことがある。私が電話にも出ず、メールも返信しないことに痺れを切らしての訪問だったようだ。母さん、本当に申し訳なかった。今からでも関係を修復していきたいんだ。この通りです。深々と頭を下げるヒロト。しかしここで、彼を許すことはできなかった。もう遅すぎたのよ。諦めなさい。それだけ言って私は、ヒロトを追い出した。親としてできる最後のことは、世の中の厳しさを教えることだ。そして私はこの年になって、二度目の結婚をした。君が今まで辛かった分、これから幸せになろう。そう言ってくれる今の夫は、私の過去のすべてを受け入れてくれている。私は今、とても幸せだ。そしてこの幸せは、もしかしたら天国の夫がくれたのかもしれない。毎日を噛み締めながら、今日も生きている。そしてヒロトに関しては、正直今はもう息子だという感情さえ疑わしい。あれは本当に息子だったのだろうかというのが本音だ。自分の人生を投げ打ってでも守りたいと思った愛足に対してこんな感情を抱くことになろうとは予想できただろうか。いや誰も予想だにしなかったことだろう。これが私ができる最後のしつけだよ。私は心の中でヒロトへと訴える。今の私は息子との関係を断ち、自分のしたことの重さを考えさせる。それだけしかできないのだ。足腰が立たなくなって、頼って来られても困るので、今の時点で縁を切らせてもらっていいですか？葬儀代も自分で用意してください。息子の嫁が、般若の競争で吠えまくる。自らの不定や贅沢三昧を棚に上げ、私たち夫婦を、中卒で年金暮らしの貧乏人と蔑む彼女。学歴のない私たち夫婦が、爪に火を灯すような節約努力で築いたささやかな人生を、どこまで馬鹿にすれば気が済むのだろう。いいのね。後悔しないかしら。私が真実を告げると、彼女の顔色が次第に青ざめ、とうとう黙り込んでしまった。あなたの試練はこれからが本番よ。覚悟しなさい。私はマチコ、67歳。夫と二人で年金暮らしだが、都内のタワーマンションの30階に住んでいる。資産家でも、宝くじが当たったわけでもない。そのことは後で説明するが、まずは私の生い立ちから。田舎の貧農の娘に生まれた私は、中学卒業後、家計を助けるため、近所の縫製工場で働いていた。その会社は主に女性の下着を取り扱っていた。時代が変わり、女性の社会進出が進むにつれて、女性の下着が体を隠すものからおしゃれなアイテムに変わっていった。普段使いの体を締め付けない健康に配慮したものから、フリル満載の勝負下着のような高級品。さらには、贅肉を無理に整える体型補正用と、様々な需要がどんどん高まっていった。その頃には私はベテランになり、女性ならではのアイディアを提案して何度か表彰された。私は30歳を過ぎて、その工場の現場リーダーだった今の夫と結婚し、息子も授かった。
夫も中卒だった。幸せだったが、生活は苦しく、共働きで、縫製工場の仕事を続けた。何より、夫も私もその仕事が大好きだったのだ。安アパートの狭い部屋で、親子3人、仲睦まじく暮らしていたのだが、息子も成人したので、経済的にも余裕ができ、ついの住処にしようと、新築のタワーマンションを購入した。どこにそんなお金があったのかって？それはおいおい説明しましょう。けれど、夫はマンションが完成する前に脳梗塞で寝たきりになった。意識はあるが、言葉も出ない。まだ独身の息子が介護を手伝ってくれるというので安心していたが、息子の独立がいつになるのか、そのせめぎ合いが不安の種だった。結婚したら、ここはお前たちに譲る。私たちは二人で介護老人ホームにでも入ろうと思う。完成したばかりのマンションの一室で、眼下に広がる街並みを眺めながら息子に言った。すると、息子は信じられないことを言い出した。母さん、俺、今のアパートを出る気がないんだ。そんなことがあるのか。私が理由を問うと、息子は言いづらそうに、俺、高いところが苦手なんだよ。と、これまで一度も聞いたことのないことを口にした。目の前で震える姿を見て、私は思わず吹き出した。遊びに連れて行ったこともなく、観覧車など高いところの経験がないのだ。マンションを買う前にどうして言ってくれなかったの？私がそう言うと、父さんと母さんがここに住みたいと言うんだったら、まあいいかって思ったんだけど、まさか父さんが倒れるなんて。二人してしんみりしてしまった。結局、息子はタワーマンションに引っ越すことなく、親子三人で暮らしたアパートに一人でとどまった。私は夫と二人で新しいマンションに暮らしていたが、夫を介護するのに高層階はとても面倒で、やはり前のアパートで息子と暮らすことにした。でも、もったいないな。誰かに貸せば。息子にそう言われたが、お金に困っているわけではない。マンションはいずれ息子が結婚すれば、生前相続しようと考えていたのだが、35歳になる息子には、今のところそんな気配はない。結婚が幸せとは限らないけれど、私たちがあの世に行った後、息子が一人ぼっちになってしまうと思うと、やっぱり家族がいた方がいいと思ったりする。それに、少しだけ孫の顔が見てみたいという気持ちもある。そんなある日、息子から紹介したい女性がいると話があった。ついにこの日がやってきたのか。内心小躍りしたい気分だったが、そこは抑えて。まあそうなの。うちに連れてくるのかしら。母さん、張り切ってお料理作るわよ。そう言うと、息子は照れながら、ありがとう母さん、と笑った。それでも我慢できず、どんな感じの女性と聞いてしまった。息子はますます照れながら、同じ会社の女性、しっかりした優しい人だよ。と答えた。わかった、お姉さんタイプでしょ。と私が言うと、息子は一瞬びっくりした顔で、どうしてわかるのと聞き返してきた。思えば息子は小さな頃、優しい保母さんが大好きだった。小学校の時も中学、高校時代も、年下の可愛い女の子より、少し年上のお姉さんが好きだったようだ。好きになるアイドルや女優さんも、少し大人っぽい落ち着きのあるタイプ。そういう好みは案外変わらないもので、少しのんびり屋の息子には、そういう女性が合っていると思っていた。しかし、世の中何が起きるかわからない。その数日後、息子から衝撃的な告白が。母さん、連れてくる彼女なんだけど、ちょっと事情が変わっちゃったんだ。うなだれて、深刻な顔で息子がそう言う。まさか、別れてしまったのか。別の女の子を妊娠させてしまったみたいで、責任取って、その子と結婚することにしたんだ。ちょっと待って、どういうこと？結婚を考える彼女がいたのに、他の子と浮気をして、はらませてしまったというのだろうか。信じられないショッキングな展開に、私は混乱した。問いただしたいことは山ほどあるが、
落ち込んだ様子の息子に何をどう聞いたらいいかわからない。真面目でのんびり屋の息子の身に起こった出来事とは思えなかった。なんとか聞き出したところによると、昨年末の会社の忘年会で酔いつぶれた息子が目を覚ますと、そこはホテルで、横にその女の子がいたのだそうだ。彼女が、昨日は楽しかったわ、と男女の営みをほのめかしたが、息子は何も覚えていない。その後、なかったことにしていたらしいが、昨日、その子から妊娠を告げられたという。確かに息子は、お酒に強くない。飲んだらすぐ眠ってしまうのは私も知っている。その子のこと好きなのと聞けば、わからない。考えたこともなかったと息子は言う。最初に私に紹介したいって言っていた人とはちゃんと話をしたの？聞きづらいけど、聞いておかなければと思った。土下座して謝った。泣いてたけど、最後は許してくれたんだ。そう言うと息子はとても辛そうだった。ああ、本当に何ということだろう。とにかく、妊娠させてしまった女の子を連れてくるという。怒ったらいいのか、悲しんだらいいのか、いきなり孫ができるということも喜んでいいことなのか、私にはわからなかった。結婚するなら、私たちはマンションに移った方がいいわね。すると息子は、いや、彼女は若いし、いろいろ不安だと思うから、しばらく同居がいいと思うんだ。不動産屋に聞くと、ここより広い 3DK の平屋の借家があるそうだから、そこを借りようと思う。というのだ。そういうことなら、私もできる限り協力しようと思う。それとお母さん、マンションのことは彼女に言わないでくれるかな。彼女が知ったら絶対住みたがるから。息子はよほどあのマンションに住みたくないようだ。私は苦笑いしながらうなずいた。新しい借家に移ってしばらくして、その女の子と会う日がやってきた。母さん、めぐみさんです。そう紹介された彼女を一目見て、私はかなり驚いた。年齢は23歳と息子から聞いていたが、パッと見10代にも見える幼さだ。お姉さんタイプが好きだったはずの息子が、年を取ると若い子に目がくらんだりするのだろうか。目が大きく、鼻筋の通ったとても可愛らしいお嬢さんだが、息子が紹介しても軽く会釈をするだけで、少しふてくされたような態度。寝たきりのお年寄りがいるんですね。そんな嫌味を言いながら、部屋の中を物色するように、じろじろ舐め回しているのも気になった。いけない。これがよく聞く。姑根性というやつかしら。自分は絶対そんなことはないと思っていたけれど、息子の連れてきたお嫁さんにいい印象を持たないというのは、姑根性のなせる技なのだろうか。公平の母です。この度はこんなことになって、何と言っていいかわからないけど、応援するからよろしくね。私にできることがあったら何でも言ってちょうだい。私がにこやかに笑ってそう話しかけても、めぐみさんは、はぁ、と生返事をするだけ。心尽くしの手料理にもほとんど手をつけず、何の感想も言ってくれない。こんなことは言いたくないけれど、箸の使い方もひどいものだった。これも姑チックなのかも、と少し自己嫌悪になった。話も弾まないまま、来週には、めぐみさんのお家にご挨拶に行くことが決まった。彼女を送って帰ってきた息子に、可愛らしいお嬢さんね。それに、すごく若く見えるわ。そう言うと、困ったような顔をして。会社でも随分からかわれたよ。なぜか、女性社員たちから冷たい目で見られたし。というのだ。息子が付き合っていた彼女も同じ会社の人ということだから、互いに気まずいことこの上ないだろう。その彼女のことを思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいだった。めぐみさんの家に挨拶に行った日、彼女のご両親にしてみたら、大切に育てた一人娘を、こんな形でお嫁に出すとは想像もしていなかっただろう。彼女のお家は、ごく普通のご家庭で、分譲マンションのようだった。気の強そうなお母様と、真面目そうなお父様が娘を溺愛していることが、話の端々に伝わってきた。だから、息子や私に対してきつい態度になるのは仕方がないのかもしれない。だけど、私はとても我慢ならないことを耳にしたのだ。
お手洗いを借りてリビングに戻る途中、キッチンでめぐみさんのお母様が、あなたは立派な学歴のあるお家にお嫁に行ってほしかったの。なのに、両親とも中卒で年金暮らし。しかも父親が寝たきりなんて。私を馬鹿にするようなめぐみさんの態度は、私が中卒だからなのだろう。私も夫も中学を出てすぐに働いたことを後悔していないし、自分の人生に誇りを持っている。めぐみさんのご家庭とは価値観が違うんだと思いつつ、気分が落ち込んでしまった。そして、何のこだわりかわからないが、めぐみさんは結婚式はしたくないようだ。ご両親は、一人娘をなだめたりすかしたりして、考え方を変えさせようとするのだが、つわりが辛くて無理の一言で納得せざるを得ないようだった。それもこれも、我が息子のせいだと言わんばかりのご両親の態度に打ちひしがれた。精神的にぐったり疲れて、めぐみさんのお宅を追いとましたが、もう来週には、彼女が我が家に移り住んでくることが決まっている。この先うまくやっていけるのだろうかと、私は大きな不安を感じていた。そして、その不安は的中してしまうのだった。めぐみさんは大量の荷物と共に引っ越してきた。身一つで読みに来い、なんてことは言わないが、一度訪問したことがあるのだから、我が家の広さは分かっているはずだ。この大きな衣装ダンスをどこに置くつもりだったのだろう。これは無理よ、と私が言うと、だってママが持っていけって、私のために買ったんだからって、と彼女は特列面をして言うのだが、無理なものは無理だ。このタンスを入れたら、あなたたちはリビングに布団を敷いて寝ることになってしまうわ。と私が言うと、衣装ダンスはしぶしぶ諦めてくれた。しかし、荷物はこれだけではない。大量の洋服に、バッグや靴など、しかもそのどれもがブランド品ばかりなのだ。すごいわね。これ、ほとんどブランド品でしょ？と私が言うと、普通ですよ。お母さんは持ってないんですか？と、そっけなく逆に質問をしてくる。そうね。あまり興味がなくて。別に負け惜しみではなかったのだが、めぐみさんは勝ち誇ったような表情をして、鼻で笑った後、でしょうねと言った。とにかく、その大量のブランド品を収納する場所がない。すると、めぐみさんは、その辺のおもちゃや DVD を処分すればいいんじゃない？と言い出した。おもちゃというのは、息子が子供の頃から好きで、コツコツ作った模型のことで、綺麗に棚に並べてある。確かに息子の好きな本や映画の DVD も相当な量があったのだが、自分の荷物をしまうために、それを処分しろとはかなりひどいんじゃないかと思った。けれど、息子も息子で、そうだな。処分するよ。子供が生まれれば、もっと物も増えるし。なんて、物分かりのいいことを言っている。私は息子を手招きして呼び寄せ、ここへで、本当にいいの？と問いただした。沈んだ声で、仕方ないという息子に、思わず、処分なんてしなくていいわ。その荷物、あっちで私が預かっておく。と言ってしまった。なんとか寝る場所を確保できた頃には夜の9時を回っていて、もう遅いので、軽い食事をと思い、うどんを茹でた。めぐみさんは支度を手伝うこともなく、片付けをすることもなく、食べたらさっさとお風呂に入って寝てしまった。翌朝、息子が出勤する時間になっても、めぐみさんは起きてこない。息子は私の作った朝食を食べ、つわりが辛いみたいだから彼女を頼むね。と言って出かけて行った。めぐみさんが起きてきたのは10時過ぎ。テーブルに並ぶ朝食を見て、無理というのだ。何が嘘で、何が無理なのか私にはわからない。朝から焼き魚と納豆とかとブツブツ言っている。なるほど。和食が苦手なようだ。パンの方が良かったかしら。明日からそうするわね。と私が言うと。ていうか、魚と納豆が大嫌い。見るのも嫌。臭いから片付けてもらえます？と、命令するように言った。せっかく用意してくれたのにごめんなさい。とか、魚や納豆が苦手なんです。ごめんなさい。とか、そういう配慮は何もなかった。そんな風に思ってしまうのも、
私が姑だからなのだろうか。嫁にしてみたら、嫌いな食べ物をこれ見よがしに押し付けてくる嫌な姑に見えるのだろうか。もう朝食の時間じゃないわね。お昼は何を食べたい？気を取り直してそう尋ねると、出かけるのでいりませんと言って、さっさと洗面所に行って化粧をし、身支度を整えて出かけて行ってしまった。座りが辛いんじゃなかったのかしら。私はため息をつきながら、めぐみさんのために用意した朝食にラップをし、お昼ご飯にそれを食べた。その翌日の午後、駅前のカルチャーセンターに行ってくるから、お夕飯の支度をお願いできる？とめぐみさんに言うと、はぁ？年金暮らしなのにカルチャーセンターとか行くんだ。という、私は週に2回、駅前のカルチャーセンターで講師をしている。縫製工場で培ったスキルを活かし、洋裁を教えているのだ。火曜日は、ミシンに触ったこともないような初心者のため、金曜日は、少し上級の型紙を使って、洋服などを作れるようになる講座だ。教えてもらいに行くんじゃなくて、私が教えているの、洋裁教室なのよ。そう説明すると、めぐみさんは一瞬ムッとした様子で、中卒で先生なんてできるんですか？と言った。そういう価値観の人だと知っているつもりだったが、この言葉にはとても傷ついた。その日、私が帰宅すると、リビングのテーブルに宅配のピザが乗っていた。めぐみさんは週に2、3回は買い物だの、友達と会うだの、美容院に行くだのと外出し、家のことは一切やらない。家にいるときは部屋にこもってスマホをいじっているか、寝ているかだ。息子が帰宅しても彼女が戻らない時があった。心配していると息子のスマホに電話があり、今日は実家に泊まるから帰らない、とのことだった。それならそれで、出かける時に私に言ってくれればいいのに。そうすれば心配することもないし、夕飯が無駄になることもないのだから。まあ、嫁に来て早々、実家に帰るなんて言いづらかったんじゃない？息子はそう言っていたが、そんなことが何度もあったのだ。ある時、彼女が友人らしき相手とスマホで話している声が聞こえてきた。でしょ？洋裁教室の先生って言うけど、ババアのセンスじゃ教えられる方も迷惑だっつーの。年金だけじゃ暮らしていけないから必死なんじゃない？と言ってケラケラ笑っている。私はとても悲しくなってしまった。それでも私は彼女と仲良くやっていきたいと思っていたし、努力を惜しまないつもりだった。息子にはめぐみさんの悪口めいたことは言っていないが、時々心配そうに、母さん大丈夫？最近元気ないんじゃない？と気遣ってくれるのが嬉しくもあり、悲しくもあった。お嫁さんとうまくやれなくてごめんね。そう思っていた。そんな関係を何とか改善しようと、ある時、私はめぐみさんにサプライズでプレゼントを渡した。手作りのマタニティドレス。教室の若い娘さんに意見を聞いて作ったもので、これなら絶対に気に入ってもらえますよ、と言ってもらったのだが、めぐみさんが包みを開けて、洋服を広げた時の反応は忘れられない。何？これ。何の感動もない様子に心が折れそうになりながら、マタニティドレスよ、私が作ったの、と言った。すると、これってデブに見えるやつでしょ？というではないか。お腹が大きくなっても着られるようにゆったりしたデザインなの、と説明したが、めぐみさんは、手作りとかキモいんですけど、怨念とかこもってそうで、と鼻で笑った。怨念？何それ？いつ私が嫁に恨みつらみをぶつけたというのだろう。手作りの洋服や小物など、親しくなった方にこれまで何度もプレゼントしてきたが、こんな理不尽な反応は初めてだった。価値観が違うと言っても、自分の洋服の技術だけでなく、生き方までも否定された気がした。これ以上めぐみさんと一緒に暮らすことはできない。きっと彼女もそう望んでいるだろう。しかし、家事一切何もやらない嫁と、息子を二人で生活させるのも不安しかない。めぐみさん、あなたは息子のことが好きで結婚したのよね。私はそう尋ねた。何をいきなり、そうですけど。その言葉を信じていいのかわからなかった。
随分年も離れているし、どこを好きになってくれたの？めぐみさんが息子のことを好きなら、二人だけでやっていけると思ったからだ。優しいところじゃないですか？めぐみさんはまるで人事のように言った。それでも、息子のことを優しいというめぐみさんを信じてみようと思わずにはいられない。私たち、この家を出て行こうと思うんだけど、二人きりでやっていけるわね。それを聞いためぐみさんの表情に浮かんだ一瞬の喜び。邪魔者がいなくなると思ったのだろう。料理や掃除、洗濯もちゃんとできるの？大丈夫なの？心配から出た言葉だったが、それは彼女の逆鱗に触れたようだ。そんなの、あなたが勝手にやってたんでしょ？私だってできます。そこまで言うなら、もう何も言うことはないわ。息子のこと、よろしくお願いするわね。そう言って頭を下げて出て行こうとする私の背中に、めぐみさんの言葉が刺さった。じゃあ、年老いて頼って来られたら困るので、今ここで縁を切らせてもらっていいですか？葬儀代は自分で用意しておいてください。なんという暴言。私の心はほぼほぼ切れた。それでいいのね。後悔しないかしら。するわけないでしょ。私はもうそれを問い立たす気もない。そして私は息子には適当に言い訳をして、夫と共にタワーマンションに転居した。しばらくして、息子から電話があった。母さん、元気してる？めぐみさんは、自分に都合のいい言い訳と、私の悪口を息子に吹き込んでいるようだ。お嫁さんとうまくやれなくてごめんね。母さん、ちょっと疲れちゃったみたい。そう伝えるのがやっとだった。広々としたマンションで、夫の介護以外に気を使うことはなく、お友達を呼んでお茶会をしたり、ミシンを使って縫い物をしてもなかなか気分は晴れなかった。もし息子が結婚するなら、ウェディングドレスは無理でも、オイル直しのドレスを縫ってあげたいとか、子供が生まれたらたくさんのお洋服を作ってあげたいとか、密かにそんな風に思っていた自分が哀れに思えた。そんなある日、私が講師をしているコミュニティセンターでの授業の終わりに声をかけてくる女性がいた。浩平さんのお母様ですよね。少し低めの落ち着いた声で話しかけられた瞬間、息子が土下座して不貞を浴びた彼女ではないかという直感が働いた。長めの黒髪に薄いお化粧、意志が強そうでしっかりした。まさにお姉さんタイプの女性だ。息子が連れてきたのがこの人だったら、そう思わずにはいられなかった。以前浩平さんとお付き合いさせていただいていたもので、由美と申します。少しお話よろしいでしょうか？私も話したいことがあります。喫茶店に入り、私は席に着くなり、彼女に頭を下げた。こんなことになって本当にごめんなさい。息子も私も、あなたにはどんなに謝っても謝りきれないわ。そう言うと、彼女は私を手で制するように、やめてください。お母様に謝っていただくようなことは何もありませんから。というのだ。そして、彼女は意を決したようにこう切り出した。お嫁さんのお腹にいる赤ちゃんは、浩平さんの子ではないと思います。一瞬、何を言っているのかわからなかった。そんなことがあり得るのか。それが本当なら、息子も私も騙されていることになる。由美さんの説明によると、めぐみさんは入社してすぐに、妻子ある上司の部長と男女の関係になったそうだ。これは、女子社員の間では公然の秘密で、分相応なブランド品も部長からのプレゼントだと噂されていたとのこと。外回りが多い浩平さんは知らなかったと思います。それはそうだろう。知っていたなら、絶対こんなことにはなっていないはずだ。浩平さん、すごくお酒弱いですよね。私も一緒にお酒を飲んだことは何度もありますが、その後にそういうことになったことは一度もありません。彼女はそう言ってうなずいた。そんなバカな話があってもいいものかと信じきれずにいた私に、由美さんは、めぐみさんは今でも週に1、2回、部長と会っています。そう言って、カバンの中から大きな封筒を取り出し、私に手渡した。そこには、めぐみさんと私の知らない中年男性の仲睦まじいツーショットがあった。それだけではない。
ホテルに入ろうとする二人、ホテルから出てきたところの二人、べったりと寄り添った二人の写真が何枚も入っていた。彼女の頻繁なお出かけはそういうことだったのか。実家に泊まると言って外泊していたのも、もしかしたら、私は頭がクラクラした。呆然としている私にユミさんが、すみません。私が勝手に更新所に依頼して調べました。どうしても彼女が許せなくて。ユミさんはうっすらと涙を浮かべて私に訴えた。彼女は今でも息子のことを愛してくれているのだ。そう思った。私も許せないわ。でも、お腹の子がその部長の子だとして、なぜうちの息子と結婚したのか理解できなかった。おそらくですけど、妻子ある部長とは結婚できない。世間体もあるし、シングルマザーになる覚悟もない。だから、そう言って、悔しそうに唇を噛むユミさん。そこで、うちの息子が彼女のお腹の中の子の父親に仕立て上げられたというのだ。いわゆる、托卵である。浩平さんは、許してくれというだけで、事情を話してくれなかったんです。ちゃんと話してくれれば、止めることができたのに。彼女は、そう言って涙をこぼした。めぐみさんが結婚式をせず、入籍を急いだのは、そういうことだったのか。私も覚悟を決めた。絶対、このままにはしておけない。どうもありがとう。ここからは私に任せて。もしよかったら、もう少しだけ息子を見捨てないでいてくださる。私の心からの願いだった。はい。涙を拭った笑顔ではっきりと答えてくれたユミさん。そんな彼女のためにも、何より息子のためにも決着をつけねばならない。私は息子に電話をし、会社帰りに外で待ち合わせをすることにした。私からすべてを聞いた息子は呆然として、本当なら、随分舐められたものだな、とつぶやいた。それでも、息子の子種ではないという確率は 100% ではない。結婚している以上、情が移っているかもしれない。でも、結婚してから一度も夜の営みはないし。は？そんな息子に、情けないやら安心するやら。それより、ユミは元気だった？あいつも無茶するな。すでに心は彼女にあるようだ。ユミさんと幸せになるためにも、ここは心を鬼にするのよ。私がそう言うと、息子は大きくうなずいた。その数日後、息子がめぐみさんを連れて、私の家にやってきた。駅前のタワーマンションで食事をしよう、と誘うと、大喜びでついてきたそうだ。ここは3階までが店舗になっていて、生活に必要なものはほとんど揃うし、有名レストランなども入っている。てっきりそこで食事をするのだと思っていためぐみさんは、息子が店舗ではなく、住居用のエレベーターに向かうのを見て、どこに行くの？勝手に入っていいの？と慌てていたそうだ。そして私たちの部屋を訪れた二人。ようこそいらっしゃいませ。私は普段より少し着飾って、シックなジュエリーを身につけた姿で出迎えた。室内に足を踏み入れて、私の姿を見ても、めぐみさんはまだ何が起きたのか分かっていないようだ。そうそう。あなたが作った模型はそこよ。広いリビングの一角に、息子のコレクションが飾られている。それを見て、めぐみさんもようやく気づいた様子で、息子に詰め寄る。嘘でしょ？どういうこと？なんでタワマンなんかに住んでるの？息子はとぼけた感じで。だってここ、母さんのマンションだから、と答えた。種を明かせば、私たち夫婦が働いていた縫製会社が株式を上場することになり、古くから勤めてくれた報酬として、相応の株式が譲渡された。応分の株式が譲渡された。その株式が大きく値上がりして、大金を手にしたというわけだ。めぐみさんは、途端に目をキラキラさせ始めた。窓際に駆け寄って、大きな窓にかかったカーテンを開けると、眼下に広がる街並みを眺め、ため息をつくめぐみさん。やだもう、お母さんって何者？今まで聞いたこともないようなこびた様子ですり寄ってくる。そうよ。私が買ったマンションよ。中卒のババアだって。節約して幸運に恵まれれば、こんなところに住めるのよ。嫌味たっぷりに言ったつもりだが、めぐみさんは全然気にしない様子で。
お母さんのマンションということは、いずれは公平さんのもの。これだけ広いんだから、あんなボロ屋引っ越してここに住んでもいいわ。そうきたか。すでにこのマンションは自分のものになると思っているようだ。自分が縁を切らせてもらうといったことなど、すっかり忘れているのだろう。それに水を差すように息子が、ここには住めない。俺、高いところ苦手だから。と言うと、何言ってるのよ。あなたが住まないなら私が住むわ。とめぐみさんは叫んだ。それも無理だと思う。あなたは息子の嫁でも、私の義理の娘でもなくなるんだから。私がそう言うと、何言ってるんですか？あなたの息子のせいで私は妊娠したんですよ。仕事も辞めなきゃいけなかったし、人生を狂わせといてひどくないですか？と、彼女はすごい勢いで食ってかかってくる。人の人生を狂わせようとしているのは、君だよね。息子が静かにそう言って、めぐみさんの前に離婚届と証拠写真の数々を広げた。ちょっと待って、何これ？言い逃れできない証拠を突きつけられて、悪あがきを続けるめぐみさん。でもお腹の子はあなたの子よ。だから私には権利があるわ。そう言って食い下がる。不貞行為をしている君にはないと思うよ。息子はあくまでも冷静に、言い含めるように話した。もし生まれた子供の DNA を鑑定して、俺の子だと分かったら、その時は慰謝料でも養育費でも何でも払うし、君が育てられないというのなら、引き取って育てる。もちろん、その時は私も全面的に協力するつもりだ。そんなことはまずありえないと思っていたが、これ以上ごねても無駄だと悟っためぐみさん。恨みがましい目で私と息子を睨み、離婚届を持って、とぼとぼと部屋を出て行った。翌日、めぐみさんのご両親から盛大なクレームをいただいたが、証拠をもとに事実をお伝えしたところ、大変ショックを受けておられた。それでも、娘と孫の可愛さに、実家で面倒を見ることに決めたようだ。その後、めぐみさんは無事出産を終え、なんと生まれた赤子を抱いて、会社に乗り込み、部長に結婚を迫ったのだとか。その立ち回りは、当然上層部にも知れ渡り、部長は降格されて、地方に左遷されたそうだ。奥様からは離婚届を突きつけられ、慰謝料も請求されたそう。それでもめぐみさんは、元部長の彼についていったとか。そして1ヶ月後、そのめぐみさんから震える声で電話があった。話によると、その元部長は、降格左遷と離婚騒動のショックで、酒と白蛇のドツボにはまり込んだらしい。さらに、生まれためぐみさんの子は元部長が相手ではなく、贅沢三昧の彼女が通い詰めたホストクラブの推しメンの子種だったことが判明。いろんな関係先のその筋の男たちから追い込みを受け、幼子と二人でやさぐれているという。助けてください！彼女はそう言って泣きついてきたが、自業自得なので同情の余地はない。ご両親に相談したら、そう突き放すと、その両親からも感動されていり禁止だとか。彼女はどうあれ、罪のない幼子の幸運を祈るばかりだ。息子はといえば、その後由美さんとめでたくよりを戻し、つい先日正式にプロポーズをして了承してもらったと報告があった。プロポーズの言葉は、とんだことでバツイチになっちゃったけど、結婚してもらえます？という締まらないものだったとのこと。お互い30過ぎの結婚だから地味にやりたい、と二人は言うのだが、こっそり入籍の結婚なんてもうこりごり。それに、お嫁さんのお色直しのドレスを縫うのが夢だったの。私が思い切ってそう言うと、由美さんはとても喜んでくれた。新婚の二人が暮らす住まいだが、問題は息子の高所恐怖症だ。カーテンを閉めて外を見なければ、なんとか。息子はそう言うが、やっぱり落ち着かない様子で、ちょっと気の毒だ。現在、息子と由美さんと私たち夫婦で、今の部屋から低層階に買い替える案を検討中だ。しかも、別々の部屋で、隣同士が希望だと不動産業者には伝えている。30階からの眺めは気に入っていたけれど、二人の幸せには変えられない。その時、風のような声がした。もう少し、長生きしてみようかな。寝たきりのはずの夫が体を起こし、私を笑顔で見つめている。そうだよね。あなた。本当の孫に会える日も
そう遠くない日にやってきそうだ。あの事件から10年。子供たちは大きくなった。お母さん、明日はおじいちゃんの命日。忘れないでよ。そう言って食パンを加えて家を飛び出すマイペースな娘。母さん、行ってくるよ。明日のこと忘れるなよ。と、社会人になったしっかり者の息子。私たち家族に見守られながら5年前にこの世を去った私の父のことを2人の我が子は私の支えとなって面倒を見てくれた。私と姑のいさかい、認知症の父の世話。こんな大人の都合で小さな頃から大変な目に遭わせてしまった息子と娘。お友達ともっと自由に遊びたかったんじゃないのかな。成長した2人の背中を見てふとそう思った。私の名前はかなえ。30歳の時、会社の先輩だった3つ年上の義彦と大恋愛の末に結婚。一男一女の子宝にも恵まれ、マイホームだって手に入れた。穏やかで優しい夫と私と子供たちの家族4人で平凡ながらも幸せな日々がずっと続くと信じていた。ところが、幸せな時間は長くは続かなかった。娘が1歳の誕生日を迎えたすぐ後、夫の父と私の母が相次いで亡くなり、それから2年、今度は最愛の夫が天国へと旅立った。夫が亡くなった時、私は45歳。春に6年生に進級したばかりの息子の亮太と、保育園に通う4歳の娘のカノン。この先、一人でどうやってこの子たちを育てていけばいいのか。夫を亡くした悲しみと不安が一気に押し寄せた。それでも私はこの子たちを守っていかなければ、しっかりしなければと気を張り続け、子供たちの前では絶対に泣かないと決めていた。そんな私に向かって姑は心ない言葉を口にした。夫を亡くしたっていうのに、なんでそんなに平気な顔をしていられるものかね。こんな薄情な嫁をもらったあの子がかわいそうでならないよ。結婚当初から大事な息子を取られたと私のことを毛嫌いする姑。だからといって最愛の夫を亡くした妻に向かって言うべき言葉じゃない。義父が亡くなった時もまだ喪が明けてないというのに平気な顔をして温泉旅行に出かけた姑。今更キャンセルなんてできないよ。これが理由だった。憎まれっ子世にはばかる。まさに姑のような人のことを言うのだと、この時改めてそう思った。それから49日の法要が終わり、パート先の仕事に復帰した私のもとに一本の電話がかかってきた。かなえちゃん、いろいろ大変だったわね。電話の主は実家の向かいに住む妙子おばちゃん。母が亡くなってから一人で暮らす父の様子を時々見に行ってくれる彼女は、私の夫が亡くなった時もすぐに駆けつけてくれた。実はあなたのお父さんのことで話があるのよ。え？おばちゃんの声のトーンが急に低くなったことに、今度は父に何が？と不安がよぎる。怖くて聞き返すことのできない私の気持ちを察してくれたのか、大したことじゃないのよ。かなえちゃんも忙しいだろうけど、たまにでいいから、お父さんの顔も見に帰ってあげてね。ついでに私の家にも遊びにいらっしゃい。いつもの明るい彼女の声に戻った。おばちゃんは大したことじゃないと言っていたけど、気が気でならない私は、その夜は一睡もできなかった。翌日、どうしても気になって仕方なかったので、私は仕事から帰ると、幼い娘を息子に託して、おばちゃんの家を訪ねた。まさか。父に認知症の疑いがあるかもしれない。とおばちゃんは言った。認知症だった父親の介護をした経験がある彼女の話では、最近の父の表情や行動が、その時のお父さんの様子とよく似ているということだった。
今年74歳になる父は定年後も趣味の庭いじりや家庭菜園で日々楽しそうに過ごしていた。2年前に母が亡くなって同居を提案した時も、まだまだ人様の世話になるつもりはないよ。と笑っていた父。夫の49日の法要の時だって、これまでと変わらぬ父の姿を見ていた私は、おばちゃんの言葉を素直に聞き入れることができなかった。あれだけしっかりしていたお父さんだもの。かなえちゃんが驚くのも無理ないわ。おばちゃんだって、自分の親だけは関係のないことだと思っていたんだから。それでもね、かなえちゃん、いずれは誰もが通る道なの。そう言って、彼女は泣いている私の背中を優しくさすってくれた。それから数日後、私はおばちゃんに付き添ってもらい、市の担当窓口に父の相談に行った。その後、病院で検査を受けた結果、父は認知症と診断された。もちろんショックだった。それでも悩んで立ち止まったところで認知症という事実は変わらない。それよりも現実を受け入れて前に進まなければ。そんな私の気持ちを知ってか知らずか。ここまでゆっくり歩いて30分。ちょうどいい散歩コースだよ。と、義実家から歩いてやってきたという姑が勝手に我が家に上がり込んできた。そして台所にやってくると、今日の夕飯は何のごちそうかねと言いながら、いろんなところを物色する姑。はい。今日は子供たちの好きなカレーにしようかと。ありきたりね。姑は引き出しの中まで開け始めた。早く帰ってほしいのに、今度は椅子に座り、私が料理を作るのをじっと見ている姑。お母さん、外は暗くなってきましたけど。よし、仕方ない。今日はカレーで我慢するよ。え？食べて帰る気？なんだい、文句でもあるのかい？いえ、そういうわけでは。姑は義父が亡くなってから義弟夫婦と同居しているのだが、義妹も正社員で働いているので帰りも遅いはず。今日はね、息子たちは外で食べてくるからいいの。たまには夫婦二人きりでゆっくりさせてあげないとね。と言って、姑は私が作ったありきたりのカレーをきれいに完食した。もうお腹がいっぱいで動けないよ。かなえさん、悪いけど家まで送ってくれるかい？はい。今日のことで味を占めたのか、姑は2日後も同じようにやってきた。たく、誰に似たのか可愛げのない子だよ。姑が聞こえよがしに言う。姑に心を開こうとしない息子は、小さな頃から私や両親の悪口を言っている姑の本質を見抜いているのかもしれない。息子はそんな姑の声が聞こえぬふりをして家を出て行った。年頃なのか、息子は最近私ともあまり口を聞いてくれなくなっていた。父が認知症と診断された後、私は県外で暮らす兄に相談した。しかし、兄はまるで他人事のように、金なら援助できるけど、面倒を見るのは無理。だから、あとはお前に任せる。と、それだけの反応だった。あとは私が面倒を見るしかない。実家を出て暮らすのは嫌だ。と、堅くなに拒む父を何とかなだめ、私の家に連れて帰ることにした。ある日、姑から電話があった。ねえ、かなえさん。あんた、実家のお父さんと一緒に暮らすらしいじゃない？え？まだ誰にも話していないのに。ええ、よくご存知で。お父さんと暮らすのは勝手だけどね、何度も言うようだけど、あんたはうちの長男の嫁なんだよ。はい。今まで長男の嫁らしいこと何一つしてくれなかっただろ？だからこれからは私の面倒を見てもらうよ。でも心配はいらない。夕飯を作って家まで届けるだけでいいの。万が一私に介護が必要になったら、その時は次男の嫁に頼むから。あんたの世話になんてなったら何をされるかわからないからね。怖い怖い。
結局、私は何も言い返すことができず、姑に言われるがまま従うしかなかった。それから、父も合わせて4人での新たな生活が始まった。父は平日の昼間はデイサービスを利用するから、休日と夜だけなら私一人でも大丈夫。そう思っていたが甘かった。パートに子供と父の世話、そして姑の食事のお届け。想像以上に大変だった。朝4時に起きて寝るのは深夜0時を回ってから。寝床に入るとバタンキュー。どうして私だけこんな大変な思いを。でも他人には迷惑はかけられない。全部自分で決めたことなんだから。こんな思いがさらに自分自身を追い込んでいった。そしてとうとう事件が起きてしまった。その日、みんなが寝静まった深夜、私がお風呂から上がって部屋に戻ろうとしたその時。トイレの前でうつむき立ちすくんでいる父の姿を見た。そんなところで何やってるの？トイレに間に合わなかったのか、父が廊下で粗相をしていた。もう、なんでこんなところでしちゃうわけ？ 4 歳のカノンですらちゃんと一人で行けるのに。たく、世話が焼けるんだから。父のことを大声で怒鳴りつけてしまった。少しずつ症状が出始めた父の行動が理解できず、つい自分のイライラを父にぶつけてしまったのだ。申し訳なさそうにうつむく父。パジャマのズボンを履き替えさせ、そのまま寝かしつけた。どうしてあんなきつい言い方をしてしまったんだろう。どうして。私は布団の中で涙が止まらなかった。それでも疲れていたのだろう。いつの間にか眠っていた私は夜中に目が覚め、父の様子を見に行った。嘘でしょ？真っ暗が苦手で豆電球をつけたまま寝ているはずの父が布団を抜け出しているのだ。トイレだろうか？いや、いない。家中を探したがどこにもいない。まさか。1階の部屋の窓が一つだけ開いていた。外に出たんだ。私は慌ててパジャマの上から上着を羽織り、スマホと父の上着を手に取って玄関を出ようとした。お母さん？呼ばれて振り返ると眠そうに目をこする息子が立っていた。お母さん、おじいちゃんなら僕の部屋で寝ているよ。本当？私は息子の言葉を聞いて安心してしまい、全身の力が抜けてその場にへたり込んだ。息子の部屋を覗くと、父は息子の布団の中で子供のように小さく丸まって幸せそうな顔で眠っていた。ごめんねお父さん。そして、父と同じ布団に入った息子もすぐまた眠りについた。翌日、学校から帰るなり息子が私に話しかけてきた。お母さん、おじいちゃん自分の家に帰りたかったみたいだよ。息子は夕べのことを話してくれた。家に帰してあげようよ。僕たちが向こうで一緒に住んであげようよ。りょうた。これからはお母さんが一人で頑張らなくていいように僕が助ける。僕がおじいちゃんのことをちゃんと見てあげる。小さな頃から私の父が大好きだった息子。母が亡くなった後の父を心配して、たびたび会いに行っていたことも話してくれた。まだまだ子供だとばかり思っていたのに、そして私は心を決めた。この家を売って実家で暮らそう。決断してから早かった。父が暮らしやすいように実家のリフォームを始めた。もちろん、このお金は兄に出してもらうことになっている。私は少しずつ住んでいる家の片付けも始めた。かなえさん、あんたどういうつもり？早速話を聞きつけたのか、姑が義妹の京子さんが運転する車でやってきた。でもおかしいわ。どうして姑が知っているの？義妹が告げ口するわけないし。またこの子の仕業ね。私が娘をちらっと見やると、娘は慌てて両手で口を隠し、目をキョロキョロさせた。
どうせ、姑が娘をお菓子で釣って聞き出したのだろう。まあ、しょうがない。だって、この子はまだ4歳。悪いのは姑息な姑の方なんだから。はい。この家を売って、実家で父と一緒に暮らします。家を売るってどういうことだい？この家は息子が建てた家なんだよ。その家を勝手に売ろうなんて。そういうことかい。この家を売った金で実家を建て替えるつもりなんだろう。息子が亡くなってローンの支払いをする必要がなくなったから、そのまま丸儲けする気だろ。と、姑はまくし立てた。いいえ、違います。費用は全額兄が出してくれると言っています。家を売ったお金は子供たちの将来のために使わせてもらうつもりです。主人が生きていたらきっと同じことをしてくれたと思います。主人はそういう心の優しい人でしたから。堂々と言ってのけた私に何も言い返せないのか、姑は一緒にやってきた義妹に助けを求めた。京子さん、今の話聞いてただろ？この人は嫁の分際で姑の私に盾つくんだよ。姑からすがるような声で呼ばれた義妹は、お母さん、私はむしろお姉さんは立派だと思います。一人で働きながら二人の子供を育てるだけでも大変だと思うのに、今度はお父さんのお世話まで。なかなかできることではないと思いますよ。それに家を売ったお金をどうしようが、お母さんがとやかく口出しする権利はないと思いますけど。それより、これからはお姉さんに迷惑かけないよう、ご自分のことはご自分でお願いします。義妹は姑に負けじと早口でまくし立てた。これには姑も降参しましたと言わんばかりに、そうだね。京子さんの言っていることが正しいのかもしれないね。と、罰が悪そうに笑ってごまかしていた。ざまあみろだわ。はじめからこういう状況になることを見越して、義妹には事前に話を済ませてあったのだ。その時義妹から面白い話を入手した。義弟夫婦と同居を始めた姑が仕事で帰りが遅くなる二人のために夕食を作って待っていたそうだ。そのご飯がくっそまずいのなんのって、めまいがするくらいまずくて。あんなのもう二度とごめんです。そんな風に話した時の義妹の表情が今でも忘れられない。どうやら姑はもともと家事が苦手で、義父が代わりに料理を作っていたようだ。姑の料理に懲りた義弟夫婦は、その日以来、姑とは別に食事をとるようになったということだ。お姉さん、私に任せておいてください。と、義妹は実家で暮らすことを決めた私を援護すると約束してくれた。それから実家のリフォームも完成して無事引っ越した。小学校への通学距離が長くなってしまったことは息子に申し訳なかったが、それくらい全然大丈夫と言ってくれ、私に素直に話しかけてくれるようにもなった。私は息子の助けを借りたことで時間に余裕ができ、父が認知症であることを周りに打ち明けたことでさらに気が楽になった。そして自然と父に優しく接することができるようになったのだ。いつも通り父の着替えを手伝っていたとき、いつもお世話になりまして、だんだん、と父はペコリペコリと私に頭を下げてにっこり笑いかけてきた。だんだんとは方言でありがとうという意味。私の暮らす地域では特に年配の方がよく使っている言葉だ。どうやら父は私のことを自分のお世話をしてくれるヘルパーさんだと勘違いしているみたい。娘である私のことも忘れてしまったの？もちろん寂しい気持ちもしたが、こんな父の笑った顔を見るのは久しぶり。そのことが何より嬉しかった。もしもし、かなえさん元気にやっているかね？そんなある日、姑から電話があった。はぁ。私は思わずため息をつく。最近、やっと義妹のおかげで、姑のストレスから解放されていたというのに。はい、最近はすこぶる元気です。お母さんはお変わりございませんか？特に変わったことはないね。ところで、お父さんは元気にしておられる？
やっぱり物忘れはひどいのかね。姑が私の父のことを気にかけてくれるなんて、どういう風の吹き回し？はい。元気にしています。調子も日によって違います。昔のことはよく覚えているみたいなんですけど、最近のことはあまり。そうかね。じゃあ今度お見舞いにでも行かせてもらおうかね。いや、それは困る。いえいえ、そんなお見舞いだなんて、お気持ちだけで十分です。気持ちだけ？そうだね。気持ちだけと言うなら5000円？いや、1万円くらい包めばいいかね。そういう意味じゃないんですけど。姑と会話をしていると、時々こうやっておかしなやりとりになるのだ。とにかく明日、私の方から伺いますので。そう言って私は電話を切った。翌日、仕事が休みだった私は、娘を保育園に迎えに行く前に少しだけ姑の顔を見に行くことにした。そして、車が義実家の近くに差し掛かると、お隣の奥さんが私の車に手を挙げて止まれの合図をした。どうかしましたか？聞いたわよ。お父さん認知症なんだろ？それで実家に帰ったんだって？はい。どうせあの姑が言いふらしたに違いない。でも偉いわ。すぐに施設に入れてしまう人だっているのに、あなたは偉いわよ。そう簡単にできることじゃない。てっきり嫌味を言われるものだと思っていたら、そうじゃなかった。何かあれば遠慮なく言ってちょうだい。こういうことはみんなで助け合わなきゃね。そしてあのスピーカーさんのことなら気にしないで放っておけばいいわよ。と笑った。スピーカー？そうだった。すっかり忘れてた。本人は気づいていないようだが、姑は近所からあまり評判が良くない。義父の葬儀の手伝いに来ていた近所の人から、あなたも大変ね。あんなお姑さんじゃ気苦労が絶えないでしょ。と、こっそり姑のことを話してくれた。すぐに人の話に首を突っ込み、その話を誇張して周りに言いふらす、姑のことを近所の人たちはスピーカーと呼んでいる。そのことを思い出したのだ。あら、かなえさん来てたのかい？話し声を聞きつけたのか、それとも鼻が効いたのか、姑が家から出てきた。じゃあね。姑に捕まってはいけないと、ご近所さんはすぐに家の中に入っていった。二人で何を話してたんだね。この姑は自分がいないところで誰が誰とどんな会話をしているのか知らないと気が済まないようだ。確か、スペーカーがどうとかって聞こえた気がしたけどね。スペーカー？スピーカーのことね。もしかしてあれのことだろ。スペーカーって車のことだろ？よくご存知ですね。さすがはお母さん。亀の甲より年の甲って言いますものね。そうなんですよ。新しく発売された車の名前がスペーカーなんです。あんな車にいつか乗りたいわ、なんて話で盛り上がっちゃって。と、話を合わせた私に、今度は車かい？どこにそんな贅沢する金があるんだか。やっぱり姑の減らず口は健在だった。これ以上付き合うのが面倒だと思った私は、すみませんお母さん、今から娘のお迎えに行かないといけませんので、それではごきげんよう。と笑顔で手を振り、そのまま車で走り去った。それじゃあ、りょうた、お母さん仕事に行ってくるから、おじいちゃんと妹を頼んだわよ。もし何かあったらすぐに連絡ちょうだいね。と、息子に緊急連絡用のスマホを預けて、私は仕事に向かった。ブー、ブー、ブー、ブー。仕事中、私の服のポケットに入れていたスマホのバイブが振動した。電話に出ると、お母さん、おじいちゃんが大変だよ。早く帰ってきて。と、息子からの SOS。息子の慌てぶりにただごとではないと感じた私は、理由も聞くのを忘れ。わかった、すぐ帰る。私はすぐにパート先の人に断りを入れて家に向かった。
家の近くまで来ると、隣の空き地に一台のパトカーが止まっていた。え？何？まさか。玄関前には太鼓おばちゃんとおばちゃんに抱きついて泣いている娘が立っていた。かなえちゃん、大変よ！早くおじさんの部屋に行ってあげて！え？私が部屋に入ると、部屋の隅っこに息子の後ろに隠れて怯える父の姿があった。おう、母さん帰ってきたか。この女が、娘にひどいことをしたこの女が。私のことをすっかり母だと思っている父が真っ青な顔で座り込んでいる姑を指さす。そして姑の横に警察官が立っていた。私は何もしていないのに、おじいさんがいきなり私に掴みかかってきて。姑がわめき散らしている。違うよ。おじいちゃんは何も悪くない。と息子が言い返す。姑の表情は明らかに動揺した。お母さんが来たから安心して君が見たり聞いたりしたことを正直に話してごらん。警察官にそう言われた息子は私がパートに出かけてから警察が来るまでの間の話をしてくれた。その息子の話を再現しよう。あ、おばあちゃん！息子と娘、そして私の父の3人がいる我が家に姑が突然訪ねてきた。こんにちは。りょうたくんもかのんちゃんもお久しぶり。元気にしてたかい？うん。あ、そうだかのんちゃん。お小遣いをあげるからお兄ちゃんと一緒にお菓子でも買ってらっしゃい。おじいちゃんはおばあちゃんが見ていてあげるから。姑から渡された小遣いを受け取った娘は兄の手を引っ張って外に出た。お兄ちゃん、早くお菓子買いに行こうよ。かの、お兄ちゃん忘れ物したから、隣の太鼓おばちゃんの家で待ってて。と言って、息子は妹をおばちゃんに預け家に戻った。そして、息子は部屋の襖の隙間からこっそり中の様子を覗いていると。おじいさん、こんにちは。私のことわかりますか？銀行の者です。今日はお嬢さんから通帳や印鑑を持ってきてほしいと頼まれましてね。姑は認知症の父を騙して金庫の中を開けさせようとした。父は最初は黙って話を聞いていたが、突然。お前だな！よくも私の娘をひどい目に遭わせよって！父がいきなり姑に掴みかかった。いやー！助けてー！大変だ。早くお母さんに知らせなきゃ。その一部始終を見ていた息子はすぐに私に連絡して太鼓おばちゃんに警察を呼んでもらうようお願いしたということだった。この子は嘘をついてるんです。もともと私のことを嫌っていたこの子が嘘を。往生際の悪い姑は罪を認めないどころか息子を嘘つき呼ばわりした。嘘をついているのはおばあちゃんの方だろ！息子のあまりの迫力に姑は透明のパンチでも食らったかのように目を向き大きくのけぞった。お年寄りは大事にしなさいって言うけど、おばあちゃんみたいに平気で嘘をついたり、意地悪なことばかりしていると誰も大事にしてくれなくなるよ。息子は姑の顔をまっすぐ見てそう言った。姑もさすがに観念したのか、舌を向いたまま警察官に腕を抱えられ、家を出て行った。その後、警察に連れて行かれた姑が罪に問われることはなかった。姑がなぜ父の金庫に目をつけたのか。後に聞いた話では、姑は義父の遺産を趣味の旅行や骨董品集めなどに使い、ほとんど手元にお金が残っていなかったらしい。だから、物忘れのひどい私の父の金庫に狙いを定め、乗り込んできたようだ。なんとまあ、浅はかな。罪に問われることがなかった姑だが、代わりに社会的制裁が待ち受けていた。姑が警察にお世話になった話は、瞬く間に近所中に知れ渡った。それまで噂を言いふらす側にいた姑は、今や言われる方に回り、家に閉じこもりきりだという。家を引っ越すこともできない姑。唯一の味方である次男夫婦からも見放され、老人施設で最後を迎えることになりそうだ。
一方、その後の我が家。りょうた、ありがとう。あなたのおかげでおじいちゃんも助かった。それにお母さんが言えなかったことを代わりに言ってくれて本当にすっきりしたわ。私がお礼を言うと息子は照れくさそうにこう言った。お母さんがおばあちゃんになった時も僕がちゃんと守ってあげるから。まだまだ子供だとばかり思っていたのに、知らぬうちに私の目から大粒の涙がこぼれていた。ママ、泣いてるの？私の顔を覗き込む娘。ママ、泣いていいよ。いっぱい泣いて、我慢すると病気になっちゃうよ。そう言うと娘は自分のポケットの中からくしゃくしゃになったイチゴ柄のハンカチを出してくれた。夫が亡くなってから子供たちの前では絶対泣かないと決めていた私も、泣いていいんだ。泣きたい時には泣いて。頑張るのは良くても頑張りすぎる必要はない。そのことを私は子供たちからしっかり学んだのだ。あれから10年。あの姑は認知症が進行し、今や義弟夫婦のこともわからないという。私の父は5年前、孫たちに見取られ天国に召された。我が家の布団の中で孫息子と孫娘の手を握り、静かに息を引き取った父。その目から涙が一筋流れるのを私は見た。私の両親と夫の遺影に花を備え、窓の外を見る。公園の紅葉が見事な舞でふわふわと落ち、広場を赤く染めた。Don't get too excited. Shito shouted and swept the coffee away with the plate. The coffee ended up on my feet. Ah, you're a stupid wife with no brains or looks, a pair. Why is she at Tiffany's? Not only did she take Hiko from me, she also flirted with my husband, it's no joke. Shoot, who has been bullying me, has finally shown his fangs to me. It seems that he is getting even more jealous because I don't resist him. But Mom, it seems that this will be the first and last time you will ever say something like that to me. I'm Nami, 29 years old. I've been married to my husband, Hiko, who is 2 years older than me, for almost 2 years. We live happily together in a rented apartment in downtown Tokyo. We don't have any children yet. My mother-in-law, Hisako's house is a 7-minute walk away, and I can see her face if I walk a little further. I don't want anyone other than my son to call me Mom. She's the kind of person I am, so I call her Hisako. I work from home as an assistant to a manga artist. So I'm at home almost every day. A friend I was close with in college at Manchuria Construction was going to make his debut with a webcomic, and I was asked to help him. My friend's pen name is 10% Underground and he writes dark fantasy. When people ask me what dark fantasy is, I explain that it's a genre where all sorts of scary monsters appear and wizards and fairies travel together. It's a bit arbitrary considering that I'm involved in work, but it's not that far off. Nowadays, I'm grateful that I can be an assistant to manga artists at home. It was good to work on the spot and share ideas, but this is the era. I'm often told that I'm a bit of a natural. In fact, I'm a little aware of that. I'm the type of person who opens the rice cooker when trying to put curry in the refrigerator. When I was newly married, I often forgot to cook rice, so my husband started setting it to cook rice on a timer. When I was making a fuss about missing the TV remote, he found it in the refrigerator, put the contents of the shampoo and conditioner refill bottles in the wrong place, and when I was trying to sew a button that was about to come off, I even sewed it into the fabric on the back. Well, that happens a lot, so sometimes I'm disappointed in myself.
But my husband sees me like that and laughs, saying that Nami is so funny and never gets bored. I'm really grateful that he forgives my mistakes, or rather, he accepts them so well. There are women in the world who say that they're so natural, but they're mostly just being cunning. Compared to them, Nami is a real natural. Are you praising me? Well, I don't take it badly. My husband is a cheerful and kind person and works as a magazine editor. I'll be honest. The manga artist I'm helping out is the editor in charge of Ichi's basement. When I was going to his workplace to help out, we would occasionally meet. I was helping out with the manga and also in charge of my friend Ichi's meals, so I happened to ask the editor if he would like to join me, and he really liked my food. More than a year has passed since then, and I'll say it clearly here, but he said that he wants to eat the food you make with me forever, so thank you. When I thanked him, saying that I'm so happy that he likes my food so much, he sighed really hard and said, this is what I'm proposing to you, and I was really surprised. According to my husband, he had been approaching me for almost a year, but I hadn't noticed at all. But he didn't seem to be ignoring him, so he kept approaching me. I'm not a very confident person, and I often get told that I don't have an impressive face, so I thought that my face and personality were vague. I never imagined that a man would be interested in me. My friend, the manga artist Chika no Ichi, decided to switch to digital drawing, and I started working as his assistant from home, and at that point, Tahiko and I got married. Until we got married, my husband lived with his mother, and apparently his parents divorced 5 years ago. Kazu congratulated me, but also threatened me a little. Isn't it dangerous to have one mother and one son? You might get married off. I didn't really care. After all, she's a natural wife. It seems that I've been insensitive to people's malice since I was a child. I often don't notice when people dislike me or are mean to me. Kazu told me that when I was a student. That person is always mean to me just because Nami is smiling. Just get angry sometimes. Is that so? I often had that kind of thing. I was very insensitive to my husband's approaches, but after he proposed to me, I suddenly became aware of him. I always thought he was a bright, kind, and wonderful person, but I thought he had nothing to do with me. Yes, I fell in love with my husband after he proposed to me. Ichi told me this. It's too late, I realized it a long time ago. I definitely like Nami. If you noticed, please tell me. No, I was watching, wondering when I would notice. And it's meaningless if I don't notice it myself. Well, I didn't notice it until the end, but I thought that I would live together with my husband at his house after marriage, so I want to live alone with him for a while after marriage. But then my mother would be alone. My mother is a bit difficult, so I don't want to force her. First of all, let's live a relaxed life together like newlyweds. I'm a drunk, so I thought that he really liked me and that he loved me so much, so I accepted with a pounding heart, but then I'll make dinner and bring it over sometimes so that my mother won't feel lonely. Oh, can you come over here? When I said that, my husband said, yes, it's really helpful when Matsumi says that, but he looked a little difficult. I found out the reason later, but it seems that Shito thought that I was the one who refused to live together.
when I went to greet Hiko's parents' house, who had proposed to me, I was a little nervous, even though I was a little nervous. That day, I wore a pale pink knee-length dress with a little enthusiasm, but when I bowed my head and said, "Nice to meet you, Nami-san, nice to meet you. My son is always taken care of." Tadahiko's mother welcomed me with a lot of excitement. "Mom, you look fine today." On the other hand, Tadahiko was a little less excited than usual. I wonder if that's what a man's parents' house is like. "Oh, no. You've gotten even more handsome since I last saw you, haven't you? You're not handsome in the first place." I thought this was a touching exchange between a mother who loves her son and her son who is a little embarrassed. Quote, "Oh, Natsumi, that bamboo skirt looks good on you young." At first I thought he was complimenting me, but when Hiko left the table, he looked down at my lap and said, "Your skirt is short, isn't it?" I was startled when he said, "I wonder if my son liked it." Oh, the bamboo was short. I felt embarrassed, thinking that maybe I was rude. What kind of food do you like, Mom?" I asked a bit abruptly, trying to change the awkward atmosphere. Then she said in a rather harsh tone that she didn't want anyone other than her son to call her Mom. I've heard that some people don't like being called Mama by Maru-Maru-chan, so I thought that was probably what she was feeling, and I understood. Then I asked her what I should call her and she said, "Hisako-san is fine," so I decided to call my mother-in-law Hisako-san. Hiko-san, who had been standing, came back and heard me calling my mother Hisako-san, and said, "What's that?" Quote, with a slightly displeased look on his face. Hisako-san said, "Isn't it nice that you're like friends?" With a grin. I thought it was nice to have a mother-in-law and daughter-in-law who were like friends, but Hiko-san was just a little grumpy the whole time we were at my parents' house. The wedding was a private ceremony in a small chapel. My wife and I, and the relatives of both families. Then only close friends gathered and everyone warmly blessed me. I wore a white lace dress. I was so nervous that I almost stepped on the hem of my dress when I walked and tripped many times. Hiko-san, who saw that, supported me with a small smile and said, "That's just like Nami." I was happy that he said that quietly. During the ceremony, I heard Hiko-san muttering softly along with my laughter when I stumbled over the words of my vows. I wonder if I can be a good wife to my child like this. Even at that time, I didn't notice Hisako-san's malice and was just reflecting on my bad behavior. After we got married, we had a calm married life for a while. Hisako's house was only a 7-minute walk away, so I would go there about once a week with a homemade meal. At first, she was very welcoming, but gradually she started to make harsh comments about the food I made. "Nami, your stew is plain again. If my child eats only brown things like this, he'll get old." But Tadahiko says he likes this kind of thing. Really? Well, my child is kind, after all. I can't say it's bad. I wonder if he doesn't like my cooking very much. I was a little depressed, thinking that maybe it doesn't suit his taste. Natsumi has a simple face, but she's actually quite a grainy type. Aren't you scared of me? Hisako. She's very kind, energetic, and fun. Wow. I see. What do you think? She's a happy person. Huh? Was that just a sarcastic remark? I feel a little stingy about Seiko,
but I'm sure it's just my imagination. Because she is smiling, and I can tell that she cares about Hiko-san. But one day, when I went to Hisako-san's house, she didn't accept the gratin I brought, and the fridge was full. She said she would take it home with her at the front door. But I wanted Hisako-san to eat it. So what? Who asked her? At that moment, I was speechless. Huh? Maybe she really hates me. Even I, who is so innocent, was finally starting to realize it. That's so typical of Natsumi. That's a total mother-in-law and daughter-in-law scam. My friend, manga artist, Hajime, told me that. But why? I don't know. But some people say that it's natural for a daughter-in-law and mother-in-law to not get along. We went through a lot of effort to become a family. I like that about Natsumi, but wouldn't a mother who thinks her son has been taken away be irritated? When Hajime said that, I thought deeply. Why can't two people who love the same person get along with each other? One day, after dusk, Hisako suddenly came to my apartment. Today, I bought some stew from the department store. I thought it would be good for Nami to get to know the real taste. I accepted it with a smile, but I wonder if she doesn't like my cooking after all. I felt a pang in my heart at the thought. Besides, the menu for today's dinner had already been decided. I was just waiting for my husband to come home and put it on the table. Oh, my mother came? Oh, I bought some stew from a popular restaurant recently. Hisako looked very happy. I guess she really loves her son. We put it on the stew that Hisako bought and the three of us had dinner. The main dish of the dinner I made was pork stew. Well, this one is a little brown. Hisako was picking up the chopsticks from the department store while expressing her usual negative opinion. I didn't avoid the brown pork horns. Just a little. This is delicious. It's a stew from a famous restaurant in Kyoto. The color is completely different after all. Ah. The moment my husband, who was carrying chopsticks with a curt reply, ate the pork confirmation, my husband blurted out, "Okame, did you make this, Nami?" Yes, it was similar from the morning. You know, I wanted to make one that you can cut with chopsticks. It's so good. It's my favorite taste. Brown is the best. Number 4 brown player just meet in contrast to my husband who was happy to run and run with compliments that I didn't really understand. Hisako became more and more unhappy. And when she saw that there was still a little bit of the ingredients she had bought from the department store left, she said, "I'm going home soon," and left without drinking her after meal tea, with her mouth in a frown. It can't be helped, since Natsumi's confirmation was better. Then she held the letter in one hand and thrust it at me. Broadcast boo, broadcast boo. Today's hero is Brown, who hit the game-winning hit. Thank you. I entertained my husband who seemed to be having fun, but I was still a little worried about Seiko. The next day, Hisako came again. I won't offer tea or anything. It's just the same. No, both Tadahiko and I like coffee, so we buy beans from a specialty store and grind them at home. When I said that, Hisako said, "Oh, really?" with a displeased look on her face and sat down on the sofa. I smiled and ground the coffee beans, carefully put them in, and served them to Hisako. Today, I thought I'd just drop by for a bit. Yes. Tadahiko used to be really popular. So I never thought he'd bring a wife like you, he said with a big smile. I was dumbfounded for a moment, but... Ah, yes.
Me too. At first I didn't realize he was proposing to me, and after I did I was really surprised. What, such a wonderful person for me. When I replied, Sasako's face twitched. Oh, really? Yes. It was a miracle that Tadahiko said I liked him, and even now there are times when I can't believe it. This was my true feelings, but Hisako took a sip of coffee and muttered softly, "Oh, that's what pisses me off." Oh, what's that about? Are you saying she's naive? Maybe she knows and is just saying it on purpose. Huh? My husband says I'm a real naive person, but in the past there were people who would say things like Hisako-san did. Maybe I'm making Hisako-san angry without even realizing it. You were the one who refused to live together, weren't you? Normally, if it's just one mother and one child, you wouldn't leave the mother alone, right? You're actually a sneaky person, aren't you? Ah, well, it was Tadahiko who insisted on living separately. But I thought that if I said that, it might hurt Hisako-san, so I couldn't say it. When Sasako-san left, I went back to work, but I was feeling uneasy and couldn't concentrate. At that moment my husband came home. Tadahiko. He came into the living room, saying that today's lunch was also the best. When he noticed Asako-san sitting on the sofa drinking coffee, his voice tone clearly dropped. "Oh, so your mother came." He said it in a way that made him seem rude. It was a slightly awkward exchange between mother and son. But when my husband turned to me, the editor-in-chief also praised him. That bento looks delicious. And that he had a good wife. I'm kind of embarrassed. Then Hisako put her coffee cup on the table with a loud clang and said she was going home. Did I make her angry? Did your mother say something? Tadahiko was really popular in the past. What's that? That's not true. Why would you go out of your way to say something like that? That person shouldn't call your mother that person. I'm sorry. And, she was surprised to be proposed to by such a wonderful person. That's all. I nodded when I heard that. I couldn't tell Hikusako that she might dislike me. One Saturday afternoon. The doorbell rang and when I answered, a strange, fresh-faced man was standing there. "Who is it?" "Nice to meet you." The gentleman introduced himself as Tadahiko's father. "Wow, nice to meet you, Nami. I heard that Asako and my father divorced 5 years ago." I did inform him, but he didn't come to the wedding. His father had the vibe that Tahiko might be like when he gets older. In other words, he looked a lot like Tahiko. "Thank you for coming all the way. Please come in." I'm sorry it was so sudden, but I couldn't attend the wedding even though I was invited. That's okay. I'm glad I met you. Tahiko-san, I'm not here today because I'm working Saturday. Oh, I contacted Tahiko, who said he'd come next Saturday, and he said he was working that day, but I ended up coming because I wanted to say hello to Nami-san. I thought that my father looked like Tahiko after all, saying that he was like Tahiko. I pushed the sofa over to my father, made coffee, and served it with the homemade cupcakes I had made in the morning. "Oh, is this homemade?" Just as I heard from my son, "You're a good cook." Just as my father praised me for the good coffee, the doorbell rang. I opened the door and Hisako was standing there. I saw my father sitting on the sofa in the living room from the entrance and cried out in surprise. "It's been a while, Hisako."
What are you doing here all of a sudden? For some reason, Hisako was looking at me, with an expression I'd never seen before. It couldn't be this kind of place. It's my son's house. I came to say hello. To be my son's wife. Ah, Hisako, can I have coffee? When I asked, my father said, Hisako, that's it. It's fine. Nami calls you what she wants to call you. Hisako said she doesn't want anyone other than her son to call her mom. I was surprised and said it without thinking, and Hisako glared at me with fierce eyes. Ah, I realized I shouldn't have gone. Another episode of innocence has been added. You haven't changed. Hisako, get away from your son already. Tadahiko married Nami. What's wrong with a wife calling you mom? You're already 58, become a grown woman already. No. That's a horrible way to say it. That's not the usual Hisako. She looks like a little girl being scolded. I was a little troubled by the atmosphere. Oh, I'm sorry. Nami-san, I came to say hello and give you this today, my father said, and took out a small box and an envelope from his bag. Open it and it's a wedding gift from my father-in-law to his daughter-in-law. The small blue box is from Tiffany, which I know, and inside it was a lovely pendant with a rose chain link design. I bought it at the Tiffany flagship store in New York. The store clerk recommended it to me, saying that it can be used for everyday wear. Wow, it's lovely. Thank you. I was so moved that I almost cried. I'm not that interested in jewelry, but I thought I'd treasure this for the rest of my life. Tiffany for my wife. And at the New York flagship store, Hisako glared at me with a very scary face. I didn't tell you because I didn't need to, but after my divorce, I became infertile overseas. That's why I couldn't even attend the wedding, and I'm currently on vacation and back in Japan. You've never given me any jewelry. Hey, you would have bought it yourself without me giving you a present. And it was pretty expensive. I told you when we got divorced. I got sick of your reckless spending and your tendency to be too accident-centered. When her father said that, Hisako was silent and biting her lip. Well then, Nami, let's have dinner with Tadahiko while I'm in Japan. Saying that, her father left. I called out to Hisako if she was going back, but she didn't answer. In the awkward atmosphere, I realized that I hadn't given Hisako coffee, so I went to the kitchen to make some. I returned to the living room with the coffee and said, "You're a very nice dad. You're a lot like Tadahiko." I put the coffee in front of Hisako while saying that. Then Hisako shouted, "Don't get too excited," and tipped the coffee over as if to brush it off with the plate. The cup broke and the hot coffee splashed on my feet. It was hot. I hurriedly took off my slippers and cooled my coffee-soaked feet in the bathroom. It wasn't a big deal, she just blushed a little. It seems like she's pretty upset that her dad gave me Tiffany as a gift. What should I do? Thinking that, I returned to the living room and saw that you're a stupid wife with no brains or looks, a pair. And yet that guy not only took Hiko away from me, but also flirted with my husband, it's no joke. Hisako shouted at me. At that time, Mom. Tadakihiko and Dad were standing at the entrance. I could clearly see Hisako's face turn pale. Dad said he was coming today, so I finished my work early and met him.
Then I met Dad at the entrance to the apartment building, and Hiko's tone was a little trembling as he explained that. I thought we'd have dinner together since we were there, but I'm glad I came back. Hisako, you're holding your head and hunching your head as if you were avoiding something. Mom, you really did say such terrible things to Nami. Nami didn't say anything, but she never said anything bad about Mom. It's not that, Tadahiko. What happened just now was just a coincidence. So there's no way such terrible words would come out. Tadahiko was extremely angry. It was the first time I'd seen Tadahiko. Nami, what's wrong with your leg? My leg is red. Hikoko noticed the broken coffee cup and the splattered coffee. Mom must have done it. Hikoko slammed the table and Hisako shook her head. It's nothing serious, so it's okay. Even though I said that, Tadahiko's anger didn't subside. I can't do it anymore. Don't let you live with this from now on. Don't ever show up in front of me or Nami again. After Tadahiko said that, Hisako left our apartment crying. I didn't know what to do and just looked stunned. Maybe I'm also responsible as a husband for Hisako becoming like that. I thought she'd change a little after the divorce, but maybe I ended up being even more attached to Tadahiko. I'm sorry, Da-san. Dad said this with his shoulders slumped. That day, the atmosphere was not right for the three of us to go out for a meal together, so we decided to have another meal together at a later date, and my father went home. Tadahiko-san is scary. I was really scared. And I was very sad. I'm sorry. Hiko-san looked sad when he said that. After that incident, Seiko-san never came to apologize. My foot was only slightly burned, but the broken cup and the words have always left a wound. However, Hiko-san said that she will never meet her mother again. She said that she will never let him in even if he comes to the house without permission. My father also pushed him away, saying that he should think about it alone for a while. I had mixed feelings and worried that I was the cause of the rift between mother and son. I'm sure Hisako-san did have some bad points, but it's painful that mother and son have become estranged because of that. Above all, I felt sad that Tadahiko-san looked so sad that he hated his mother. Of course it was right to sever ties. Just listening to Nami's story is pretty terrible. Nami doesn't seem to be that hurt, but her friend, the manga artist, Kazu, was amazed and said he envied her insensitivity. Kazu was amazed, but she also seemed a little happy. The mother-in-law, daughter-in-law story is funny, so it's okay to use it. She said she was asked if she would like to try a slice of life story next time, and although I didn't really understand, I said yes as long as my story could be used as a story. This is Tenin Muso Nakin. It became a comic with a long title, Another World Bride and Mother-in-Law Battle. The genre is a 4-panel story in the style of a slice of life story in another world. I wondered what it was, but it was serialized as a webcomic and surprisingly became quite a hit. It was supposed to be a slice of life story, but it's a battle between a non-human wife and a non-human tome in an alternate world. What kind of setting is it? It's certainly based on what I told Kazu, but it has Kazu's unique poison added to it, and the secret to its popularity seems to be that the innocent protagonist Nakin innocently hits the poisonous tome on her way home. This reader is also a strong character and seems to be surprisingly popular. I was involved in this manga from the drafting stage, and I finally realized how naive I was, and I felt very embarrassed. I wish Tadahiko had been able to fight back when he read this manga, whether it was anger, amazement, or laughter.
Maybe he really hurt his mother. When I said that, Tadahiko was deep in thought. Before I knew it, he had changed the way he called Hisako to his mother. Hisako has been living alone since then. I haven't seen Tadahiko for a long time. Then one day, I got an email from her father. After that, he returned to his overseas workplace, but apparently he was worried about retirement and decided to work in Japan as the most employed person. At the end of the email, it said, Hisako wants to open a children's cafeteria. She has obtained a food hygiene manager's qualification and is now attending school with the intention of obtaining a chef's license. If she really changes her mind and makes a positive effort, I will support her a little. Children's cafeterias are wonderful. When I said that out loud, Tadahiko said, Is she serious? I can't trust her. I gave him a difficult look and asked if he just wanted to try it because he was lonely and it would be a topic of conversation. But that's fine. Let's support him. Even his father said he was going to help him. Nami is too kind. Not kind. I just don't want to see Tahiko hating his mother. It's my own selfish reason. When I told him, Hikoko said, no way. And hugged me. So I decided to tell Tahiko what I had been unable to say for a while. I hope that in a few years our children will eat at Mom's children's cafeteria. Is that possible? Yes. Our family is growing. When my parents and Tahiko's father tell him, they will be as happy as Tahiko is now. Will Mom be happy too? I hope that one day we can all eat together. When I told Ichi later, I was grateful that there were more happy stories at the children's cafeteria. He said that and gave me a pair of tickets to a luxury hotel spa and Rina as a gift to celebrate. I hope that the Otherworld Bride and Me battle will also have a happy ending with laughter and tears. I have to work hard as an assistant too. As the eldest son's wife, you should come to my house and take care of me. Yes, yes. I'll take care of you as you wish. There's nothing your father can do. It's too late to regret it. My name is Tawako. I'm 40 years old. My daughter recently picked up a kitten, and this kitten is so hardworking that it took 4 years to remove all the wallpaper in the house. The kitten, or rather, the cat itself, looks at me with its round eyes as if to say, is there something wrong with me? And damn, it's so cute. Unlike cats, there are some people who don't find them cute. There was only one person in my life that I absolutely hated and would never forgive. It was my father-in-law. I first met my father-in-law when I went to my future husband's house to introduce myself. My husband's family home is in the countryside of Kyushu, where you can only see the house after a long walk. It was common for the house to be unlocked, and even I, who grew up in the same rural Kyushu area, was really surprised. But the person who surprised me the most was my father-in-law. My husband had also told me in advance that my father was a bit strange, so I shouldn't worry about him. He had also told me that I could ignore him. He said that he was no longer human, but a monster, and I was terrified, wondering what kind of monster would come out, but the result was beyond my imagination. When my husband and I were ushered in by my mother-in-law Yukari, my father-in-law was the first to yell at me, "You came in through the front door."
My father-in-law said that only my wife, my mother-in-law, and my father-in-law, the section chief, were allowed to use the front door, and that everyone else had to use the back door. Why shouldn't we use the front door? I was completely at a loss as to what to do, and then my husband and mother-in-law sighed in exasperation as they came out. It seems that my mother-in-law dislikes my father-in-law just as much as my husband. Even I, who don't know my father-in-law very well, realized in that brief moment that he was a monster. My mother-in-law called out from the kitchen, "I'm sorry. Don't worry about it since you came all this way," and brought us some tea, and my father-in-law sat down as if it was the most natural thing in the world. My mother-in-law also handed my father-in-law the tea with practiced movements. Our letters were not handed over to him but placed on the table. Well, it wasn't that I wanted to drink them directly, so it didn't really matter, but somehow the sight seemed very strange. After a brief introduction, my mother-in-law started talking about my job and said, "Hey, your sister is a web designer." It seemed that she worked for a company that I suspected would be involved in the conversation, and it almost started to get lively, but then she said, "What a useless woman working. You can't work as hard as a man anyway, so you women should just have children and contribute to the family." Quote. My father-in-law looked at us with a look of disgust and let out a deliberate sigh. I could tell that my father-in-law had suddenly become a bit of a jerk, and my mother-in-law took advantage of that. "Dad, go away already." My husband said, "I'll marry her even without your permission." The atmosphere at the table froze. You're the eldest son, but you're still a child no matter how long you stand. It's 100 years too early to try to defy your parents. My father's brain must be 100 years old. My father-in-law bursts out laughing at my husband's words, and my mother-in-law desperately tells him to calm down. What the heck is this home drama? This stubborn father-in-law is a dollhouser who cries when he sees people and prefers minerals to alcohol. I could tell right from the first episode that this wasn't the scenario. In the end, my mother-in-law worked hard to please my father-in-law, bringing him extra tea and snacks and bringing him alcohol along the way. If I married him, would I end up like this? Yes. But my husband and I got married anyway. It took courage to marry into that family, but when the three of us met later, my husband and I both promised to protect him if anything happened, which gave us the push we needed to get married. In fact, even though I'm only 25, my father-in-law keeps pressuring me about when we'll get married, and I'm currently having a hard time with him. My husband has been told since he was a child that he's too kind to women, so he left home to focus on going to high school. In truth, my mother-in-law also realized that my father-in-law was wrong, but she couldn't bear to part with him because they had been together for many years. She also knew that he had said that he would not let his wife do the same even if he gave birth to her for her husband, so she agreed. Since everyone except Gifu was decent, I was able to make up my mind and move on with the marriage. After that, I only saw him at the wedding, and after that, my husband arranged for me not to visit his parents' house, but 4 years after the marriage, my husband's grandmother passed away, and we had to go to the countryside for the funeral. The ceremony itself ended without incident, but after the funeral, a problem arose when, as is customary in the area, we held a party with just the relatives before waiting for the 49th day. "You pour some sake." "Huh?" My father-in-law, who was sitting behind me, suddenly called out to me and asked me to pour some. He seemed a little drunk, but since my husband wouldn't invite someone like me, I was more concerned about that than the fact that he asked me to pour some. I explained that I was not his wife, but that I would do it, and that it would be rude to get angry at this point, and my father-in-law drank it to his satisfaction. Immediately afterwards, he said to me, "You've finally shown up, like a relative," and my irritation grew inside me again.
I wasn't raised by anyone. My parents are in high school? Are you still working outside the home? Huh? Yeah, well, I'm still working. You're a pretty worthless loser who still hasn't shown me your successor. You can't survive without a man to support you. If it weren't for the martial arts, I might have said, I would have lived on my own until I met your son. When I kept quiet, my father-in-law thought he had gotten the better of me and started talking to me about it. You know it too, right? You're over 30 and your body is no longer viable as a mother. If you have an unsuitable grandchild because you want to be alone, I won't forgive you. If you're so upset, just get married. As the eldest son's wife, it's about time you proposed living together. I've been waiting for you for so long, but you haven't said anything, so I was going to give you a lecture today. Maybe because I was in a good mood, my father-in-law's voice got a little louder. My father-in-law was clearly pissed off, deliberately putting his foot between me and my father-in-law. Shut up. Don't wave your outdated opinions around to outsiders. What? Don't be cheeky with your parents. That's why you won't find anyone to marry you when you're almost 30. Look. Your cousins Sachi and Hano Manako are listening along with your husband. Saying that, my father-in-law stood up and pointed at the girls he called his cousin and Hatoko. Thanks to that, everyone's eyes were on him, and even my husband, who had been held captive by relatives with my mother-in-law in the distance, seemed to have noticed the commotion. Hishino's daughter-in-law and Yukari, you can't do anything, but you just act like it's okay. You women should just listen to what men say. Why don't you understand that your job is to give birth to children? In our day, everyone knew that as a matter of course. Hey, Hiroji, you heard me, right? Return this stupid, cheap wife who's only good for looks to her parents right now. She's a stupid woman who's lost her ability to be happy. I don't need her. I don't know where he learned the word korisu, but apparently it means idiot to my father-in-law. Is that what it means? In any case, it seems that there are more people in this house who agree with Gifu's opinion, and my in-laws and I were laughed at by all the relatives. Even my cousin and Hadoko were promoting my in-laws. I felt bad that I had dragged them into this by helping me. My husband rushed over and spat at my father-in-law, asking him what he was saying to his wife, and took my in-laws and me out of the place, but I couldn't get in the car because I had been drinking. I had no choice but to call a taxi and we left the countryside. My in-laws apologized to me so many times that I felt bad for them. When I think back to what my father-in-law said at that time, when he was holding a reading session as if I was right, I feel like maybe I should quit my job. Later, my mother-in-law also contacted me and apologized, saying that she was sorry for leaving me. Everyone except my father-in-law has been really kind to me. As for my husband, he thinks that children are a gift from God, so there's no need to force them. But I wonder what my mother-in-law is thinking deep down. It's only natural that she wants a grandchild. Then one day, my father-in-law suddenly showed up at our house. Since I had only given my address to my mother-in-law, my husband and I were both frozen in place. What's with you all of a sudden? My husband's voice was also slightly raised. When I scoffed at my husband, saying that it wasn't him who needed me, my father-in-law ordered me to come to his house and take care of him since my mother was in the hospital. If I refused, he would divorce me. My husband couldn't help but exclaim, "Don't be ridiculous." At first I didn't understand what he meant, but it seemed that he meant that since my mother-in-law was in the hospital, I was to take her place. And if I refused, he would divorce my husband and me. When I asked him about it, he said that my mother-in-law was only hospitalized for tests, so she would only be away from home for about a day and a half. He had taken a taxi all the way from the countryside to Gifu because he didn't want to do housework during that time. Wait a minute. As I absent-mindedly listened to my husband and father-in-law arguing, I had a clever idea. If I'm going to do it, I might as well take good care of her.
My heart was racing, but I told my father-in-law that it was okay, and my husband looked at me with a look of surprise. No, don't do it. Mom didn't collapse either. She wouldn't die if she was left alone for a day and a half, my husband said, getting anxious. Don't worry, Dad. As the wife of the eldest son, I wanted to be a father too, so please let me do it. Quote. When I smiled, my father-in-law rubbed his chin with satisfaction, as if he had finally realized his role as the wife of the eldest son. My husband said, I'll go too, and left with a worried look on his face. And so began my husband and I's day and a half of fatherhood. When we arrived in the countryside in my husband's car, it was already time to start preparing dinner. Even though we had come home together, my father-in-law urged us to eat dinner. Apparently, in this house, we have to cook while we're in the car. I'll go get the ingredients, so please wait a moment. I'll make it right away. Quote. When I replied, my father-in-law snorted and said, then prepare the bath first and then go. I prepared the bath as requested and told my father-in-law to go in first, then went out shopping with my husband. After returning from the supermarket, which was nearly an hour's drive away, I confidently entered through the front door, where my angry father-in-law was waiting for me. I told him not to use the front door, and he still wants to go up to the room that way. And what was that bath you just did? My father-in-law yelled at me. What's wrong? What's wrong? The bath was just cold. Don't mess around. I'm sorry. I'm a shy wife who only cares about appearances, so in an unfamiliar house, she doesn't even know the difference between hot and cold water, and she just makes too much. Enough already, hurry up and make dinner. The person who usually eats 3 kinds of food won't have lunch today because my mother-in-law isn't here. She must be hungry. My father-in-law didn't blame me anymore about the bath. He just wanted to eat. I said I'd do my best to make something as an apology, and headed to the dining room. My husband looked down as if to hide his face, but he was laughing at the results. No wonder. The cold bath was intentional. I had told my husband everything when I went shopping. If he had used his head a little, he would have lived without taking a cold bath, regardless of whether there was steam or not. That anger must have been because he had just let his whole body soak in it without thinking too much. If it was a cold bath, Dad, you wouldn't have used hot water, right? I'm sorry. I've prepared some hot water, so please take a bath. While making arrangements for dinner, I suggested to my father-in-law that he take a bath again, and he said, that's a nice thoughtful thing for you, and headed for the bath. I checked the emergency switch in the kitchen and the temperature was okay. Less than a minute later, a scream like "Acho, cho, cho, cho" could be heard from the bathroom. My husband, unable to contain his laughter, asked what was wrong and deliberately headed for the bath. I'm a woman after all. I didn't want to see my father-in-law so naked, so I asked my husband to go. My father-in-law kept screaming that the bath was hot. Of course he would be. I had turned the temperature up to nearly 50 degrees the moment he got in. The hot water outlet should have gotten hot all of a sudden. Both the cold bath and the hot water tub would be dangerous in the middle of winter, but they should be safe in the middle of summer. What? No. Well, please be lenient about that. By the way, since the temperature returned to normal in an instant, my father didn't realize what had happened. When my father-in-law returned to the living room looking tired, he asked why the floor had suddenly gotten so hot, and I simply replied that it must have gotten old. Since she doesn't usually do housework and leaves everything to my mother-in-law, she probably doesn't even know what the emergency button in the kitchen does. I've heard from my husband that she used to get angry when men didn't stand in the kitchen, and my father-in-law was exhausted. It's rice, and I serve dinner. What's this? It's porridge with pumpkin and sweet potatoes. Why is it so gooey?
Don't you know about Dad's retirement? At that moment, my father-in-law got angry and stood up, saying, "Stop joking around. What's with you? You haven't done a single thing about the housework. Why do I have to eat the retirement food?" Since Dad is so useless, I adjusted it to his mental age. The food I prepared is for a 5-month-old baby. My husband burst out laughing at my words and laughed, saying, "So Dad is a baby who's been around for 50 years. Now, Dad, eat it before you wake up. I worked hard to warm up the pouch of ready-made food. You can't even make ready-made food by yourself, Dad. You should be grateful." Do you think it's okay to talk to your parents like that? I smile at my father-in-law, who is trembling. Oh, but it's true. If Mom was gone for just a day, you could have made do with ready-made food during that time, but you were so useless that you had to call us. Don't line up your food, I'll make it again. I won't eat this. When we went grocery shopping, that's all we bought, so if you won't eat baby food, there's no dinner. That's not right, my father-in-law stared at my husband as if to say, "You're the one who told me to give you 1,000 yen and buy dinner for your 13-year-old, Dad. It's hard enough to keep it down to 1,000 yen, but don't you realize that most of the supermarkets in the countryside in Sugiura are out of stock in the evening? You're no good. You're still a baby, Dad, so you don't understand the complicated cost of living in Japan." "Oh, I see. That was your first errand, too." Seeing my husband and I grinning, my father-in-law turned pale and said, "Are you telling me to starve? I should be able to handle the day with just a stomach full. Since I'm full, I can just go buy a tortilla and eat it myself." "That's right. Dad, let's try your first errand. I'll watch from the shadows. If you don't like it, eat it yourself. Oh, I guess I need help with the meal too. She's a baby. We've never raised a child before, so it looks like she'll choke on it. Let's think of it as an experiment before raising a child and do our best. Life is trial and error." "No, that won't work. If you make a mistake in Dad's life, it'll be over right there." "That's true." My father-in-law looked at us with a stunned expression as we laughed. Given his personality, he probably wouldn't want to do as we asked and go shopping himself, or eat while being played with by a baby. It seemed like his pride as a man and his desire to be a father were fighting against his inferiority complex. If it were me, I'd eat even more because it would be a hassle to go shopping. That's right. Mom must have some instant food in stock. Gifu staggered toward the kitchen, muttering something like that. Huh? A man going into the kitchen? Dad. My father-in-law turned around with a look of despair on his face and said, "You're nitpicking at your parents." He had been making arguments up until now as if he was right, so it was probably too late to back down now. My father-in-law stopped where he was, as if to say that he wanted to go to the kitchen but couldn't. "Dad, you're just one step away. Let's do our best for our first time in the kitchen. Come on, be brave." Saying this, I went to the kitchen and clapped my hands, saying, "Aga jotsu," in an attempt to lure my father-in-law. In one hand I had a cup of instant ramen that I had hidden. Of course my father-in-law got angry, but my husband called him by his first name, saying, "Keep it up, Moko-chan," and posed in support. My father-in-law no longer had any supporters in the room. No matter what he did, he would just be laughed at. If he wanted ramen, he had no choice but to go into the kitchen. Dad, if you're a man, you should at least go into the kitchen with dignity. Or else, he can't even eat without a woman. A baby? That's right, Dad. You're not some old man who can't live on his own without a woman. My father-in-law left the house with a look of disbelief on his face. My husband and I talked about what he would do if he had nowhere to go, and we waited for him to come home, but he never returned.
That night we stayed at my parents' house, but when I heard loud noises in the middle of the night, I became suspicious and went to the front door, where my father-in-law was crying and screaming, asking me to open the door. I had completely forgotten, but in this area, there is no custom of locking doors. My husband and I locked the door as a matter of course, so when my father-in-law left, I thought he had the key and accidentally locked the door. Oh, I'm sorry, Dad. The moment I opened the door while apologizing, my father-in-law made a mock gesture, saying, "I'm sorry. Please let me in because I apologize." He must have thought he had been locked out. This is an area where wild animals gather at night, so perhaps he was just picky, even though he grew up in the countryside. The accidental lockout had an incredible effect, and my father-in-law seemed to have opened up. The next day, when I told my mother-in-law, who had retired, about the end of the war, she became furious and told me not to cause trouble for the child who had gone to Gifu. After that, my mother-in-law, who was usually calm, gave me an aggressive lecture that lasted for over 3 hours, which was unthinkable, and the divorce was also a mess. It seemed that my father-in-law was angrier than I had ever seen him before, and Aiko felt as if her fangs had been pulled out. The apathetic father-in-law disappeared, and she began to do housework while checking her mother-in-law's expression. My father-in-law's habit of being a woman has not been completely improved, and sometimes he uses words that irritate women, so my wife and I decided to distance ourselves from him. A few years later, my father-in-law got married and had a child at the same time as my wife and I, but my father-in-law still hasn't seen his grandchild. This is because my mother-in-law has instructed us not to meet his grandchild because she doesn't want him to share her old-fashioned way of thinking. I feel like my father-in-law has reflected on his behavior enough, but I think I'll introduce him to my daughter once his habit of being a woman is completely cured. That day probably won't come though. After that first encounter, my mother-in-law intended to protect my older sister, but she may have actually helped him. She thanked me for helping to calm her stubborn father. My father-in-law aside, my mother-in-law and my father-in-law have always gotten along well since then. As an aside, I thought I wouldn't be able to work after having a child, but thankfully I was able to continue working after giving birth. It's thanks to the fact that my boss became a woman at the time. I was considering retirement, so I'm happy that I can continue to do what I want to do. Thanks to the increase in work options such as remote work, I have more time to spend with my children. Well, my child has been crazy about kittens recently. My husband and I look at the wallpaper scratched by the kitten, even though it was a new house. I grumble that it's still too early to argue, but I'm completely captivated by the cute kitten and the child's smile and end up forgiving him. Oh. No, it's fine if he scratches the wallpaper as much as he wants. Mom and Dad work hard, don't they? Just then, I see my child scratching the wall with a sculpture lamp he bought at school, so I have to go back. Ah, it's a new house. My shoulders are slumped, but the sight makes me smile. I want to continue to protect such happy days. That's what I think.